10月21日月曜日午後2時になりました。 TBS ラジオコネクト石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。今日もよろしくお願いします。お願いします。一段と涼しくなりましたね。涼しいどころじゃなくない？もうさちょっと寒いよね。そうなんですよ、なんかねもう昨日の夜からお布団もう一枚増やそうみたいな感じになってきますよね。俺びっくりしたもん。昨日かな、家出てさ、寒くないと思ってそうなんですよ。今指さしちゃいましたけどそうね、びっくりしたよね。急ですね。だってさ、やっぱりさその真夏日とかがさ、10月入っても続いてるみたいになっていて、それからのさ、急激ななんかさこう涼しくなってきたなとかもあんまりなくて、寒いが来たよね。来ました。昨日夜ちょっと私お出かけしていて、下北沢 B&B という本屋さんで、武田砂鉄さん、砂鉄ちゃんと、富山由紀子さんという、大学教授でライターの方がいらっしゃるんですけど、お二人がその新刊出たよっていうことでトークショーされてたんで、それをこう見に行って、聞きに行って、でそれからもう、帰ってきて、家の最寄りの駅から、家まで自転車をこう漕ぐんですけど、あまりに寒くて下北沢のドン・キホーテで、あったかいスウェットのズボン履いて買いました、それで家帰りましたけどね。だってさ、俺もそれこそ家の近くにさ、大きいスーパー見つけてさ、そうで最近そこよく行くんだけどさ、鍋のその野菜系がもうそう一気にないの。そうそんでさ、あと最近さほらあるなのか分かんないですけど、もう異常に寒いんですよ。もう全部が冷蔵庫ぐらいの寒さなの。寒いスーパーありますよね。そうでやっぱそこいると、なんか鍋とかの感じになってくるんだよ。戦略なのかな、あれ。そうそこでだからやっぱ鍋いっちゃうよね。で一人用のさ、なんかやつがあるの、鍋小さい鍋があります。そうだからそれすごいちょうどいいからさ、そこでなんかこう鶏肉とか、そういうカット野菜があればいいんだけど、カット野菜ないんで野菜は一切入れてないんです。嘘。マジ。それ何鍋って言うんですか？だってさほうれん草とかも入れたいんだよ本当は、ネギとか、いや多いのよ。しかも今ほうれん草結構高いですよね。そう高いのかもしれないし、あと2束とか入ってたら、もう大変な量なの一人で確かにそうだからあれちょこっと欲しいの、ちょこっと欲しいけどこれは余らしちゃうなとか、ネギもさネギ3本一人暮らしどうする？確かにね、ネギ3本一人暮らしだったらどうやって食べよう。もうひたすら熱を入れてちっちゃくするしかないですもんね。そうだよ。だってもうネギメインになっちゃうじゃない、だから買えないのよ。そうでもネギだったらなんかこの新聞紙とかに巻いておいて、ちょっとしばらく持つじゃないですか。切ったらラップにこう新聞取ってると思う？確かに、そうか、そうですね。そうよ。でも菅さんこのスタジオ週1回いらっしゃるじゃないですか、でスタジオには新聞あるじゃないですか。あるよ、いっぱいたくさんあるね。持って帰ったらいいんじゃないですか。なんでさ俺ネギのためにさ新聞持って帰るわけよ。でも他の野菜も包めますから。まあでも野菜ね、野菜包む、そうか。なんかもうちょっとさ一人暮らしに優しいサイズの売ってくれればいいんだけどな。まあね、カット野菜とか、あとでも最近そのスーパー行くと半分だけの、大根とかもいっぱい売ってるじゃないですか。半分だけの大根もでかいよ。でもあれでかいよ。おろしちゃったらいいんじゃないですか。いやだからそのみぞれ、みぞれ鍋美味しいですよ。いや一人みぞれ鍋もさそれレンゲさんもうむちゃくちゃなこと言ってるよ。そうですか。そうそっか、確かにな。一人で鍋って私もやったことないですね。やっぱコンビニなのよ、一人の適量って。やっぱスーパーは一人結構大変かもしれない。一人暮らししてる人ってもちろんね、一人でこう野菜買ってすごいよね、やりくりが。やりくりして召し上がってるわけじゃないですか。どうしてるんだろう。
やっぱり計算して、やっぱりうまいことやって、だからキャベツとかもさ、じゃあもつ鍋やりますってなったら一玉でね、キャベツ一玉なんかどうする？でも私はなんかね、そのこう何人分って料理するときあんまり考えないんですよ。そのレシピが手元にない状態だから、とにかくあるものを全部入れて、もう鍋ぎゅうぎゅうになって押し込んで熱を入れてなんとかしてます。そうか、だってさ、例えばじゃあ半玉でもね、あれ4分の1にカットして、多分まあ居酒屋とかのさお通しとか出てくるじゃん。ね、出てきます。あれもさ、みんなでさ4人ぐらいでさ、ほんとうさぎみたいにポリ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 食べてね、やっとなんとか消化できるみたいな感じだ、だからあれもさちょっと多すぎなのよね、半も。確かにね。だから鍋やるんだったら、じゃあもつ鍋やって、多分消化できないから、それで次の日ホイコーローしてとかって考えてんじゃない？ホイコーローとか、あとはね、なんかその焦がしたキャベツのスープってのがあるんですよ。焦がしキャベツのスープ。ああ、なるほどね。スープ作家有賀さんという方がレシピ本に書いてあったんですけど、もうなんかね、コンソメとかそういうこうだし系のものをいらず、とにかく焦がしたキャベツだけで味を整えるって、本当に今関西すごい微妙な顔してますけど何言ってんの？ちょっと待って、本当にね、一回作って食べてほしい。何言ってんだろうと思って。今ギリギリのありそうな嘘ついてる。いやいや、嘘じゃない、嘘じゃ、本当ですよ、本当ですよ。有賀かおりさんの焦がしたキャベツだけで味付けする。そう、焦がしたキャベツとお塩ちょっととか。お塩入れてるじゃん。でお塩入れてますけど、でも本当ね、普通になんかスープ作ろうと思ったら、だし入れてコンソメ入れてとか、なんかこういろいろあるじゃないですか。まず焦がすってどうやるの？キャベツを鍋で、フライパンで結構焼いて、もうお鍋で確か作ったと思うんですけど、片手鍋とかにオイルをこう引いて、そこでまずそのキャベツの表面を焦がして、いい感じに焦がして、そしたらもうね、なんか水入れて、いい感じにスープになってました。私の何年か前作ったんですよ。やってみたらね。で美味しかったんですよ。本当にもうキャベツだけですから、関西本当に作ってみてほしい。じゃあ分かった、キャベツ問題は解決。一回ね、問題解決よね。ぜひちょっと今度、コネクトリクエストコネリクのコーナーに、有賀さんに来てもらいましょう。そうだよ。そしたらさ、野菜とかさ、俺も買えるようになるかもしれないよね。そうですね、そう、有賀さんのレシピすごい、その材料少なくでもしっかり美味しいんで、本当にいいですよ。スーさんの番組にもね、たびたび出演されてますけど、大事なのはコネリクで、私たちそのなんか料理苦手な人がどうやって料理できるようになるかっていうの。確かにやっぱりね、もう買い物、難度が高すぎて、だからこんなに簡単にできるみたいなレシピがあれば、じゃあこれ買えるじゃんってなるよね。今のところ解決策もうポトフしかないねもう全部入れちゃえってね。ポトフはまあ大体ね、なんかポトフはいける気がするね。ポトフって結局あれ何入ってるんですかね？キャベツ、じゃがいも、トマト入ってないか。トマトは入ってないよ。おしゃれすぎるな私何でもトマト味にしたがり。じゃがいも、トマト、違うもうダメだ我々は。人参、玉ねぎ入ってますね。玉ねぎ、あとなんかウインナー、ベーコン、そうそういうのそういうのがあれば、でもおでんみたいなもんでしょ。そうですね。あれは洋風おでんでしょ。洋風おでんだと思いますよ私もそう思ってますよ。おでんの時期だ。おでんってもう大体そのスーパーに行ったらおでんセットがあるじゃないですか。もうだしも入っていて、もう温めればすぐできるおでんってありますけど、あれ以外のなんかその料理が苦手な人がやるおでんの選択肢ってあるんですかね、この季節。でもだっておでんスープの素があるから、それで買って、だしはすぐ作れるじゃん、あとは好きなもの入れていくだけじゃないの。そうです、だってウインナー入れる人とかいるじゃん。とか、そこでなんかいろいろ売ってるから練り物が、そういうのを自分でセレクトして、あともう煮るだけよ。完璧じゃんそれでいこう。冬はおでん、おでんですよ。おでんとあとね、あとは湯豆腐もすみません、何度も蒸し返して申し訳ないんですけど、菅さんは
湯豆腐問題、その家に帰ってきて、はい、パートナーないし、その家族が湯豆腐作ってきたら絶対なんかこう食べたくないものは食べたくないっておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、で私はもう作ってもらえれば湯豆腐も万々歳で食べるっていう、まあ、ちょっとこうすれ違いありましたけど、はいはい、その中に湯豆腐は入るんですか？秋のこのメニュー。自分の中には入りますよ。自分の中ではありますよ。湯豆腐が食べたい時はありますよ、湯豆腐否定派ではないです。あ、そうですか。そうでも湯豆腐じゃない気分の時に湯豆腐出されるのは嫌だよねっていうだけの話ですそれは。でもそれはピザとかでもそうで、すごいあっさり行きたい時にピザ出されるのも嫌じゃないですか。いやそれはね、そんなに本当に嫌じゃないんですよ。だからなんだろうね、そこのね、なんだろう、その食欲がなんか違うのかな。なんですかね。僕小食だからこそ、はい、結構自分の好きなもの食べたいんですよ、なんかいろんなものをたくさん食べれないから、だからこそ結構そこの食の隙間をちゃんと埋めてあげたいというか、なんか一食一食に結構集中してるってことですね。そうね、3食食べるわけでもないから、3食食べない小食だからさ、なおさらなんか人より食事の機会が少ないから、だからそここだわってるのかもしれない。私はまあ1日大体3食ぐらい食べてますけど、3食プラス間食ぐらい食べてますけど、とりあえずなんかね、家で食べるときは自分の分の皿にいっぱい持ってあったらとにかく嬉しい。そうか、だからそこなんだよね。だからその結構さ、挑戦できるタイプでしょ、食に対して。そうですね。俺できないの。だそこは全然違うのよ、だってビリヤニとか食べたことまだないもん。あ、そうですか、やっぱお腹空いてる時にビリヤニ行ける勇気ないのよこの1回の大事な食事をビリヤニに。そう、合わなかったらどうしようってなっちゃう、挑戦といえばね、今日ね、大沢優里さんがいらっしゃいますよ。はいはい、そうですよ、で普段だったら台本がねあるんですけど、しっかりあるんですけど、今回はないんですよ、菅さん。メモだけですよ。メモだけですでもこうやって優里さんがやられてたんですもんね。そうです。もう大沢優里さん多分メモもなしで、もう本当にその相手の方ともうただひたすらこうお話しされていて、で私その悠々ワイド毎日聞いていたわけじゃないんですけれど、いらっしゃるからと思って改めてその登録っていうんですかね、テープをもらって聞いたんですけど、優里さんは本当にこうスーッとそのゲストの方にこんなことまで聞いちゃうんだっていうところも無理なく、懐にスッと入ってお話をこう引き出していって、すごいやっぱ面白いんですよね。でもそういう感じだったと思うよ、やっぱすごいナチュラルに、なんかいろんなお話されてて、あと声がいいでしょ。声がめちゃくちゃいいね。本当にいいですね。だから俺もさ、今やばっと思ったんだけどさ、大沢優里さんのことを優里さんって、地元の先輩みたいな優里さんがねっつって、そうだから俺の中でもこうずっと聞いてきた人だからさ、そういう風な勝手に呼び方になっちゃってる、申し訳ない。大沢優里さん、大戦ですね。大戦です、はい。
お送りした曲はビーズで愛の爆弾でした。さあ TBS ラジオコネクト、今週1週間特別企画お送りします、題して豪華ゲストに美味しいプレゼント、秋のコネクトフェスティバル。はい、各曜日豪華ゲストをお招きします。今日3時台にネットフリックスボーイフレンドの出演をきっかけに話題の大さん、しゅんさんのお二人がいらっしゃいます。すごいですね。すごいです。でこれを番組公式 X で告知したところ、海外からのリアクションが多い。そうなんです。 YouTube にも今海外の方からの英語のコメントがすごいたくさん来てるそうで、本当に大春でね、このハッシュタグ大春っていうのがあるぐらいのこの人気ですから、大さん、しゅんさんどんな人なんだろうって皆さん思うと思うんですけどね。確かにね。本当に、やっぱり人は人との出会いを通してこんなに成長するんだって教えてくれますよね。そうですね、楽しみです。そして4時台には大沢優里さんがいらっしゃいます。いやすごいですよ、本当に改めて何回も言いますけどすごい振れ幅本当そうですよ、ネットフリックスボーイフレンド大春からの大沢優里さん、すごいですね。いや僕もアルバイト時代本当にね、ずっと車の中で流れてたんですよ、でもうよく聞いてたんでね、楽しみですよね。どんな話しましょうかね、そして菅さん、他の曜日も豪華なんです。火曜日は元モーニング娘。で歌手俳優をされている鞘師里保さん、水曜日は木梨憲武さん、木曜日は元プロ卓球選手の水谷隼さんがいらっしゃいます。いやもう本当にいろいろなラインナップで。そうなんです、もういろんな方面とコネクトでございます、そして美味しいプレゼント、各曜日パートナーがセレクトしています。菅さん、月曜日何ですか？オホーツクの塩ラーメン3食セットでございます。やったー、ありがとうございます。これね、僕が本当にね一番好きな袋ラーメンなんですよ、こうマジで美味しいからね。私もマネージャーさんが買ってきてくださったことがあって、食べたんですけど、本当に美味しいですね。びっくりするでしょ。そうちょっと袋ラーメンの概念も変わっちゃって、なんか麺から美味しいし、スープもなんかね美味しかった。これがね3食セットでしょ、で淡麗小ラーメンっていうのがあるんですけど、これちょっと分かんないんですけど、私もまだ食べたことないですね。そうですね、だからこのプレゼントが何人に8名の方、8名の方はもうオホーツクの淡麗塩ラーメンまでいただけるって、これ新しい商品じゃないかな。ね、きっとそうですね。オホーツクの塩ラーメンと新商品の淡麗塩ラーメン、絶対美味しいよな、合計3袋をセットにして8名の方にお送りします、番組にメッセージをいただいた方の中から当選者を決定し、番組のエンディングで発表します、これメールをお送りいただければ、読まれても読まれなくともこのプレゼントのチャンスがありますので、ぜひ、3時間半聞いて楽しくいっぱいいっぱいメール送ってください、そして今日のメッセージテーマ発表します。心に残っているラジオの話、心に残っているラジオの話、いろいろ、ありますが、メッセージ紹介します、茨城県のラジオネームピンクの糸電話さん、40歳男性の方です、レンゲさん、カンさん、こんにちは。こんにちは。長女がまだ2歳くらいの頃、初めての鼻歌を歌ったことがありました、耳を澄ましてよく聞くと、それはラジオのジングルだったのです。思い返すと、私の車に乗るとき基本ラジオしか流していません、彼女が小学校6年生になった現在、当時の記憶は忘れていますが、初めての鼻歌がラジオのジングル、私が一番心に残っている長女とのラジオの思い出です。ちなみにそのジングルは TBS ラジオのジングルでした。あら、素敵ですね。嬉しいですね。ジングル TBS レディオ954とか、ああいうやつかな。でも覚えてますよね。そう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 、なんか僕はね多分ね、何を歌ってたんだろう、井上陽水さんとか保育園に向かう車の中そればっか流れてたんで。レンゲさんは何？私はなんか沖縄民謡をずっとかけている、親がかかってる時期があって、
でなんかねすごいいろんな空耳があったんですよね、その沖縄の言葉の曲なんで、それで特に印象に残ってるのがなんて歌ってたか分かんないですけど生たこ焼きって聞こえる言葉があって、あれ本当は何だったんだろうなって今もずっと気になってますね。ちょっと気になるの聞いてみたいその曲も。はい、ということでここに残っているラジオの話ぜひ送ってください、メールアドレスはconnect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp です。コネクトの綴りはアルファベット小文字で CONNECT です。メッセージを紹介した方にはステッカーをプレゼントしています。 TBS ラジオそして長崎佐賀の NBC ラジオで放送中のコネクト YouTube でも生配信中です。午後5時半までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。お願いします。コネクトコネクトコネクト。時刻は2時24分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの内山健二さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。まず1966年昭和41年に静岡県で起きた一家4人殺害事件の再審やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巌さん88歳に対して静岡県警の津田孝義本部長は今日謝罪しました。静岡県浜松市の袴田さんの自宅を訪れた津田本部長は袴田さんの前で逮捕から無罪確定までの58年間の長きにわたり言葉では言い尽くせないほどのご心労ご負担をおかけし申し訳ありませんでしたと謝罪しました。捜査当局が袴田さんに直接謝罪するのは初めてです。謝罪を受け袴田さんの姉の秀子さん91歳はもう運命だと思っています、今さら警察に苦情を言うつもりはありませんと応じていました。東京葛飾区の住宅で昨日の夜40代から70代の家族とみられる3人の遺体が見つかりました。遺体が見つかったのは葛飾区青戸の住宅で回覧板が回収されないままになっているのに気づいた近くの住民の相談を受けて警察官が調べたところ3人の遺体を発見しました。いずれも目立った外傷はなく1人の遺体は白骨化しこの家の玄関には鍵がかかっていたということです。遺体はこの家に住んでいた70代の女性と40代の長男それに女性の60代の弟とみられそれぞれ家の中の別の場所で倒れていました。
ウクライナ当局はロシアに派遣された北朝鮮の兵士にロシア側が軍服などの装備品を支給するための調査票とする画像を公開しました。ウクライナ文化情報省の管轄する組織が20日公開した調査票とする画像には、帽子や軍服のロシアで使われるサイズが記されています。そして朝鮮式サイズと記された欄は空欄となっていて、北朝鮮の兵士はこの調査票への記入を求められるとしています。今回公表された調査票について、韓国の連合ニュースは北朝鮮の派兵の事実を裏付ける証拠になると見られると伝えています。この時間のニュースをお伝えしました。内山健二さん、ありがとうございました。続けて今日のお天気です。今日の関東地方はこの後も晴れたり曇ったりの予想です。日中の気温は20度前後で過ごしやすい陽気になるでしょう。長崎と佐賀は30度近い暑さとなるため、水分補給を心がけてください。明日の九州は雨で、関東も天気の崩れるところがありそうです。以上、お天気でした。ここではとバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から櫻井園子さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。東名高速の下りは秦野中井インターで6キロを35分、反対の上りは集中工事の影響で東京インターで4キロ15分、関越道上り高坂サービスエリアでは工事のため左車線が規制され4キロ15分です。一般道は埼玉県内の国道16号外回り上尾市河原吹東交差点、故障車の処理が続いて左車線が通れず1キロ半近い渋滞。また入間の国道299号上りは小谷田3丁目付近も故障車のため1車線規制中です。千葉県内の国道296号成田に向けて習志野台団地入り口で1キロ半です。警視庁から以上です。櫻井園子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は2時52分頃にお伝えします。この後は快適生活ラジオショッピングです。
TBS ラジオコネクトメッセージです。今日のテーマは心に残っているラジオの話です。はい、メール読んでいきます。お願いします。ラジオネームミル・ゲイツさん、新潟市49歳男性の方ですね。はい、私が心に残っているラジオの話は、地元のラジオで男の子の幼稚園児にインタビューをするコーナーの話です。ラジオパーソナリティが将来何になりたいのと聞いたら、その子は孫悟空になりたいと。そしてパーソナリティは、孫悟空になって何をするの？世界の平和を守るとかかなと聞いたら、その子は草むしり。パーソナリティの人は意外性のある答えに笑ってしまうのですが、子供が真面目に答えているのだから笑ってはいけないと笑いを押し殺していました。かわいいね。かわいいですね。孫悟空になって草むしり。なんでなんだろう。なんででしょう。孫悟空はね、やっぱかっこいいからなのかな。ドラゴンボールの方なのか、ドラゴンボールの方ですね。ですよね、きっとね。ドラゴンボールの孫悟空になって草むしりがしたいと。草むしりか。かわいいね。かわいいですね。すっごい量むしれるんじゃない？すごいでしょうね。あっという間に世界中むしれそうですけど。もう一通です。山形県のラジオネーム狛犬ネーガさん、49歳男性の方です。私が心に残っているラジオはまだ記憶に新しいかもしれませんが、宮川勝のパカパカ行進曲です。今の時代あれだけリスナー頼りの生放送はないですし、とにかくリスナーもバカを全力で吐き出す唯一無二の番組でした。あの番組を聞くと一般のリスナーのパワーがすごすぎて、本当に自分の悩みや苦労なんかがちっぽけに思えてしまい、1週間の仕事での辛さを全部リセットして全力で笑わせてもらっていました。もうないのに未だに毎週土曜日の3時になるとそわそわしてしまいます。今すぐにでもまた復活してほしい番組です。お願いします TBS ラジオ様と。ちょっと聞いてみたいな。どんなバカなあれだったのかな。ね、何が、どうしてどうなったっていうのをこう聞いていく番組で、実はですね、こう YouTube の配信を担当されている花房さんがね、ちょっとこの番組に深く関わっていたっていうのをちらっとこう噂で聞きましたけど。でもそんな元気になるぐらいバカバカしいことを聞いてみたいな。いやでもこのリスナーさんの声ってやっぱりなんかラジオの花というか、いろんな人の声がするのがラジオだなと思いますね。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしています。コネクト。コネクトトピックス。この時間は関電工アイリスコーポレーションの提供でお送りします。 TBS ラジオコネクト石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。ここからはコネクトトピックス。世の中で起きているさまざまなトピックとコネクトします。まずは菅さんが選んだトピック何ですか？こちらです。
大山信代さん愛用のゲーム機アルカノイド、東京高田馬場のゲームセンターで稼働。これがね、大山信代さんはご存知ですよね。もちろんです。ドラえもんの声優さん、はい、大山さんがアルカノイドがめちゃくちゃうまいっていうのは知ってました？アルカノイドって何ですか？アルカノイドってゲームがあって、はい、バーをこう動かしてボールがこう反射していって、ブロックを崩していくっていう、はいはいはい、ちょっとこうレトロな感じの昔のこの横にこの棒をスクロールして、バーがスクロールして、はいはいはい、でボールを反射させていく。要するに簡単に言ったらブロック崩しって言われるようなゲームですね。はいはい、あれが大山さんがめっちゃくちゃうまいんですよ。へえ。そうで、大山さんもうこのゲームが好きすぎて筐体を持っていたと。そうなんですか。そう、大山さんが別荘でこの筐体を持っていたっていう風になってるんですね。で、大山さんがちょっと体調が悪くなってこれを譲りたいって言ったところ、これの大山さんの別荘に筐体を用意してくれた人に戻すような形になって、なるほど、その人が高田馬場のゲームセンターをやっていて、そこにこの筐体が稼働するようになったっていう。産経新聞からの記事なんですけれども、戻ってきたってことなんですかね。そうですよ。だからこれはもちろん僕ドラえもん世代ですし、ゲームも好きですから、ちょっと触ってみたいし見てみたいですよね。そうですね、で、僕が高校生の頃に、下北のゲームセンターにアルカノイドあって、そこのランキングが全部大山さんで本当ですか？そう、なってるっていう話あって、俺見に行ったのよ、昔高校生の時、でその時大山さんにはお会いできなかったけど、確かになってたんじゃねえかって。ランキングにその、大山さんはなんていう名前で入れてたの？いやだからドラえもんとかですか？いやなんだっけな、そういう名前こそ大山信代、例えば、NO とかなのかもしれないですけど、それが本当なのか、都市伝説なのか、それがアルカノイド上手い人たちがみんなそうやってもう上手いっていうの分かってるからそうやってたのか、分かんないんだけど実際は。でもそこででも下北が地元のやつが大山さんがいつもやってるよっていうのを言ってたから。そうなんですか、やっぱりそれは見てみたいなと思ってね。いや面白いですね、でね、大山信代さんが使ってた筐体が、その高田馬場は今あるんですもんね。そうで、そこがレトロゲームの聖典みたいな感じのところで、やっぱりねちょっとこれは行ってみたいな。行かなきゃですね。やっぱりこの難しさも体験してみたいね。ぜひぜひ。はい、ということで、続いて私石山が選んだトピックこちらです。めちゃくちゃ便利、手を汚さないコンビニおにぎりの食べ方。こちらはですね、マイドナニュース調査部というところの記事なんですが、JA 全農広報部の公式 X アカウントが手を汚さないコンビニおにぎりの食べ方を紹介したということで、この私の手元にですね、もうコンビニで買ってきた三角形のパリパリ海苔のおにぎりが、ちょうどあるので、ちょっとやってみたいと思うんですけれど、まずこの三角形のおにぎり一番上のところにこのピロッと縦に引っ張れるフィルムがありますね。でこれ、やり方としてはコンビニおにぎりに、記載されている手順の通り縦のフィルムを剥がします。今剥がします。剥がしました。これピロッと後ろまで剥がしました。そしたら右と左引っ張るよね。で、右のおにぎりのフィルムを引っ張って剥がします。で、長辺がおにぎりの底の部分になるように、右で剥がしたフィルム、このね、右側のフィルムの上下をひっくり返しておにぎりに再度はめ直します。ポコッとはめ直しました。で、左のフィルムも剥がしてからひっくり返してはめ直すと、おにぎりの左右にちょうど手で持てるところができるんですね。で手を汚さずに食べられる。
でおにぎりさ、はい、あんま手汚れなくない？もともとあんまり汚れないですけど、直接触りたくないってことか。そう直接触らなくともおにぎりをパクパク食べられるっていう、確かにね。これやってみるとちょっとね最初分かりにくいかなと思うんですけれど、手順通り剥いてって、引っ張ったものをこうくるっとひっくり返してはめるっていうだけなので、これちょっと便利ですよ。確かにそうなのか。あんまりなんか直接触りたくないって人もいるし、あとさ、こう一口かじってさ、置きたいのよ。わかります。置きたいよね、こう机の上とかに。そうその時とかさすごい迷うんだよね、毎回どうしようかなって、なんかこうティッシュを1枚取り出すのかどうかみたいに迷う時もありますけど、このやり方だったら綺麗に食べられますよということで、ちょっとやってみてください。ライフハックだね。ライフハックでございました。以上本日のコネクトトピックスでした。コネクトトピックス。この時間は関電工アイリスコーポレーションの提供でお送りしました。ここで TBS ラジオ交通情報です。道路交通情報センターから福山久美子さん、お願いします。はい、東名高速道路が集中工事のため渋滞しています。東名高速道路は今日から集中工事が始まっていて、上りが東京インターで4キロの渋滞です。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間は40分です。このほか下りは左ルートの山北バス停付近で9キロ、関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで工事のため6キロ半の渋滞です。埼玉県の国道16号線の春日部市方面に向かう外回りは上尾市河原吹東にバスが故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターでした。福山久美子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は3時31分頃にお伝えします。ここで今日のお天気です。気象予報士の小林正美さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。今朝はかなり冷え込みました。はい、東京では 11.5 度まで下がりまして、この秋一番の寒さとなったんですね。はい、で現在は20度前後で湿度も 50% くらいですので、結構過ごしやすい気温となっています。ただこの後も晴れたり曇ったりですので、曇るとちょっと肌寒いぐらいかなと思います。はい、で今夜はですね、昨日ほどではないんですが、各地だいたい15度近くまでまた下がりますので、それこそ今夜の夕飯はポトフとかおでんとかがちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、私も一人暮らしで、今冷蔵庫の中に人参が2本
だけ残っているので、なんか人参汁とかに入れまして人参汁にして飲もうかなと思います。はい。で関東はこう秋を感じる気温となっているんですが、先ほど、長崎で30度。はい、30度まで上がりました。長崎暑いんですね。そうなんです。こちら長崎では観測史上最も遅い真夏日となっているんですね。で佐賀の方でも 28.7 度と九州かなり暑くなっていますので、はい、九州の方は熱中症に気をつけていただきたいです。はい、もう水分補給はね、乾いてても暑くても大事ですからね、コップ一杯お水飲んでください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。気象予報士の小林正美さんでした。この後はメッセージのご紹介です。メッセージを紹介します、はい、ラジオネームイッシーさん、初めてメールします。ありがとうございます。今まさに買った野菜を冷凍用にカットしている独身男性です。すごい。冒頭のトークを聞いていても立ってもいられずメールしました。大抵の野菜はカットしてジップロックに入れて冷凍庫に入れておくとかなり長持ちしますよ。私は今1週間分の長ネギ4本を切り刻んでいます、料理の際も包丁いらずで楽々です。どれだけ効率的に自炊できるか研究するのも楽しいもんですと。石井さんありがとうございます。長ネギって冷凍していいのかな。いいんですよ、なんだって私冷凍食品いっぱい食べてるけど大抵の野菜は冷凍でも美味しいですもん。もう一通です、千葉県千葉市のラジオネームカレーコロッケさん、男性の方です、先ほど一人鍋で野菜が入っていないというお話をされましたが、良太郎さんが行くスーパーマーケットの冷凍食品売り場じっくり観察してみてください。今は以前には見かけなかった野菜の冷凍食品がたくさん販売されています。僕が最近よく買っているのはカットほうれん草、ブロッコリー、カットオクラ、カットブナシメジ、ささがきごぼう、カット小ネギなど非常に多彩で便利です。これで良太郎さんの一人鍋にも良太郎さんが気になる野菜類を加えられますよ。ちょっと良太郎さんが気になってさ。良太郎さんありがとうございます。はい。そっか、しめじのさ、カットブナしめじの冷凍食品なんてあるんだ。私もブナシメジは知らなかった。ほうれん草、ブロッコリー、オクラとか、あとなんだろうな、カラフルなちっちゃい野菜、カット野菜、ああいうの見たことあったんですけど。じゃあさ、もう鍋できるじゃん。だってネギもさ、冷凍していいんでしょ。ネギも OK だし、ささがきごぼうとかね、小ネギとか便利ですもんね。ネギと小ネギだ。見てなかったな。ネギと小ネギどうしたの。ネギと小ネギがネギと小ネギ嬉しかったネギと小ネギ、ネギばっかの鍋だなと思っちゃった。ネギばっかでもいいんですよね。ほうれん草あんのありがたいな。ねえ、カットほうれん草便利ですよ。さあ今日のテーマは心に残っているラジオの話ということで、東京都文京区のラジオネームキリングガンスさん、40歳男性の方です。私が心に残っているラジオの話ですが、伊集院光深夜のバカ力のとある回です、何の理由だったか忘れましたが、その回では伊集院さんが深夜の TBS ラジオの中を原付で走っていました。私は高校生だったんですが、布団の中でゲラゲラと大爆笑したのを覚えています。
どういう企画？いやだから本当にもういろんな企画面白いことたくさんやられてたんですね、伊集院さん。ラジオ、そう原付で走ってみようってねえ、そこじゃないですか、廊下を。すごいね。私たちももっといろいろやらないと。何します？時代だからね、ループとかね。ループで来てそのまま乗ってくればいいんだ。確かに、ループ乗ってます。ループってこういうとこ乗ったら怒られちゃうのかな。怒られるんじゃない？ダメか、行動じゃないとダメか。絶対怒られるって。伊集院さんでもギリだよ。そうですよね。怒られたんじゃないかな。後で行けるところまでいろいろ行ってみたい。今日のゲスト、この後はネットフリックスボーイフレンドに出演されていた第3しゅんさんが登場です。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は3時になりました。 TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。ここからは今話を聞きたい人たちとどんどんつながるゲストとコネクト。日替わりでいらっしゃるゲストの方の最近ハマっていることや影響を受けた人、集めているものなどを伺っていきます。今日のゲストは菅さんがハマっているネットフリックスの恋愛リアリティシリーズボーイフレンドに出演されていた大と俊、中井大さんと中西俊さんです。よろしくお願いします。お願いします。うわー素敵ですよ。嬉しい。本物ですよ。ネットフリックスのこのボーイフレンドでお二人のことを世界中の方がご覧になっていると思いますが、私もその一人なので、ちょっと不思議な気持ちです。いやね、本当にもう実在するんだみたいな、ね、そうそんなにですよ、しかももうおしゃれで素敵ですね。大さんは今日はこれは何をお召しになってらっしゃるんですか？ジージャンですね。ジージャンなんですけど、こうちょっといろんなねチャックがいろんなところにぐるっとついててとってもおしゃれです。で、しゅんさんはこのパリッとした感じですね。そうです。今日のために揃えてきました。本当ありがとうございます。YouTube でもご覧になれますので、気になる方 YouTube でもチェックしてみてください。YouTube の方のコメントが海外の方がすごいコメントしてくれてる。そうなんです。今日は英語のコメントがすごいたくさん来てるんです。はい、素晴らしいですよ。本当にありがとうございます。ありがとうございます。プロフィールご紹介いたします。中井大さん、2000年生まれ、神奈川県のご出身です。現役大学生でいらっしゃいます。ネットフリックスボーイフレンドでは番組の序盤からしゅんさんに思いを寄せ続け、最後にカップル成立。現在は恋人関係となり、番組の終了後から2人で同棲をされています。中西俊さん、2000年生まれ、福岡県のご出身です。作曲家アーティストでいらっしゃいます。日本のみならず海外でもハッシュタグ大春というハッシュタグが作られるほど注目を集めており、大さんとともに8月に開設した YouTube チャンネルは早くも登録者数が60万人を超えていらっしゃる。すごいですよ、大人気で。おかげさまです。どうなんですか、お二人はもう
喧嘩とかはあれからなく仲良く毎日喧嘩してるよ、はい、毎日喧嘩されてる毎日。ちょっとどんな理由、例えば言えるのであったら、今日とか、朝って家出る前、意外とギリギリになっちゃったんだよね、ギリギリになっちゃって、それでお互いに余裕がなくて、こうピリつく。大さんは普段から結構その準備はゆっくりめなんですか？僕が多分遅くて、で旬が早いんです。なんでなんだろうね、なんか無言のなんか圧力をかけて。わかりますよ。わかりますよ。ちょっと早めに玄関行ったりするんですよね。そうです。僕だけ先に出とくねって言って焦らせる。置いてかれてやばいみたいな。はいわかります。ありますよね。ある。そういうことか。喧嘩はね。いやない毎日してるのか。毎日してます。ほぼ毎日なんかしら。ないとなんか帰り道とか振り返ってあれ今日喧嘩してないみたいな。いやでもそれ素晴らしいことじゃなくてですか？素晴らしい。素晴らしい。それをすごいね。すごいねって。でもなんかほら僕もその番組見てたんですけど、ちょっとこの T シャツ着てみてみたいな感じで着なかっただけでちょっと切れたりとかしてたじゃないですか。お風呂上がりかな。あれで大さんに渡した T シャツを大さんはそのご自身のその判断で着なかったら、しゅんさんがなんでっていうシーンありましたね。はい、まあそうですね。やっぱり期待してたから、期待応えてくれなかったら切れるというか無視して反応を待ってたのかなと思って。確かに。でこうシリーズ通して私が思ったのが、なんかこう2人の中にちょっとこう問題があっても絶対話し合いをこう結構しっかりして解決していくじゃないですか。その大志さん、しゅんさんそれぞれもともとその人とこうしっかり話すとか、こう言葉を交わして解決するっていうのは得意なタイプなんですか？いや僕がしてこなくて、で大と出会ってそういうせざるを得なくなって、話し合いで、じゃ言わなきゃわからないことはあるしっていう、リハビリしてます。それで今はもうだんだんもう話し合いで解決するようにはなってきて。そうですね、ちゃんと言いたいこと言って、長引くかもしれないけど大事なことだと思います。いいですね。大さんはいかがですか？僕はなんかずっとそういう言葉にするみたいなのが苦手だと思って生きてたから、避けてたんです。そういう真剣な会話をしなきゃいけなくなる場面、そうなったらもうめんどくさいので一旦終わりみたいな、でもあの時はなんか旬との関係値のためになんかスイッチが入ってましたね。なんかカップルって似てくるっていうじゃないですか。だからなんか大さんって、ボーイフレンドやってる時、もうちょっとなんか俺元気だった気がする。確かに。でもちょっとしゅんさんに似てきてない？喋り方とかも。本当だ。なんかちょっとテンポが、なんだろう、ネットフリックスのこのボーイフレンド全10話あるじゃないですか。で前半の方の第3のテンションってもっとこう明るく元気、ポンポンポンみたいな感じ。ポンポンポン。そうみたいな勝手にイメージを抱いていたんですが、こう実際お会いしてみて、しゅんさんのこのゆったりとこう話を聞くっていうスタイルが2人のものになってますね。そんな気がする。なんか主張なんていうんですか、自分というものをこう世のとか周りの人に知られたいみたいな意識が強かったのかなっていう。番組やってる時はちょっと元気にいなきゃみたいな。そうです。なんかそんななんだろう、自信がないからこそのちょっと頑張っちゃうみたいな、空回っちゃってた。だいぶ多分。で本当はこっちなんだよってことですよ。なんかどっちも僕だけど、居心地いいので、旬といるの。なるほどね。多分そうなのかもしれないです。本当の自分が出せてるみたいなことなのかもしれないですね。実は。いいですね。いいですね。ちょっとゆったりとした会話の感じで。ゆったりとした午後でございます。さあここからは大さん、しゅんさんのよりパーソナルな部分に迫ります。ご自身とつながりの深い3つのテーマをご用意いただきました。これを3つのコネクト3コネと称してお伺いします。
まずは第3の3個目伺います、はい、1つ目のテーマは何でしょうか？僕ですか？はい、これエマ・チャンベレンにコネクトです。エマ・チェンバレンエマ・チェンバレンさん、チェンバレンさん、エマ・チェンバレンさんというのはどういう方ですか？彼女は、YouTuber です。で僕が彼女を初めてネットで見つけた時は、多分100万人いたかないないかなぐらいの YouTube の登録者数が、そうです。僕がいくつだろう、19、20ぐらいの時に、出会って、英語留学帰ってきて、英語力を失うのが怖いから、英語話者の YouTube をずっと探してて、で多分その関連である日突然パッてたまたま現れて、なんて言うんでしょう、とっても人間味のある YouTuber なんです。僕が知ってた YouTuber って、こうファッションだったりライフスタイルだったり綺麗な部分を見せて切り抜いてっていう方が多かった中で、彼女のなんだろう、普通だったらちょっとこうもっと綺麗に見せたいような部分もそのまま動画に入ってて、すごく人間臭い方。どんな企画みたいのをやったりするんですか？あんま企画をやらないんです。もうお話だったり、その人が今ハマってることをやりながら、自分のこと話したりとか、結構彼女の言葉を聞きたくて、多分見てる視聴者の方が多い、そんな YouTuber なんですけど。なるほどね。ポッドキャスターとも書いてあるから、やっぱりラジオっぽい感じの人なのかもしれないですね。私エマ・チェンバレンさんの動画ちょっとこう見てみたんですけれど、YouTube の私がこう持ってるイメージっていっぱいこうテロップがバーッと出てくるとか、なんかこう企画をやってるとかそういう感じかなと思いきや、もうエマ・チェンバレンさんが私が見た動画だとその自分の髪型の変遷について、ああでもないこうでもないってこうずっと言っていて、でその編集もなんかこうバーッと話してるんですけど、こうちょっと言いよどんでいるところもそのまま残すみたいな、なんかそういうナチュラルさを感じましたね。大人気の方なんですね。ちょっと見てみたいですね、これは。しゅんさんも一緒に YouTube 第3と一緒に見たりするんですか？一応するね。なんか僕があんまりそういう YouTube みたいなの好きじゃないので、好きじゃないんですね。はい、びっくりしたな今。それを大が察して、なんか大が一人で見ることが多いよね。そうです。もう僕は家事とかしながら、彼女のポッドキャストをイヤホンで、僕の好きなテンション感をもはや苦手な感じというか、できれば耳に入れたくないみたいな感じなので、入れないように僕は勝手に聞いてるみたいな。すごいこう奇跡のようなバランスで成り立ってるというか。そうですよ。本当にこう思いやりですよね。思いやりだね。一緒に暮らす人へのなんか自分がね裸で家の中をそのパートナーがいるんですけどうろうろしてるとかって話してるのが恥ずかしくなりますね。本当に。そうだね。だからもう家の中でも2人ちゃんとおしゃれな感じですか？もう全然パン1だよね。パン1。寒かったらなんか着るけど、寒かったらなんか着る。すげえシンプルなお答えで、はい、ありがとうございます。さあ服装についてのお話も出てきましたが、第2つ目のテーマは何でしょうか？これは旅と読むんですか？旅です。旅シューズにコネクト。旅シューズ。このつま先の部分が旅みたいにこの二股に分かれた靴ですね。おしゃれですね。ねえ、これはどういうものなんですか？これは普通に革靴なんですけど、多分デザインが特徴的なので結構多くの方が存在は知ってるんじゃないかなと思うんですけど、今ここに並んでないこうナッパレザー、羊とかヤギの柔らかい革で作られたやつを僕は履いてて、それが個人的にすごくお気に入りで、履きやすいんです。めっちゃ履いてるんですけど。今日も履いてる。本当だ、今日も旅
ブーツ履いてらっしゃいますね。なんかスポッとした感じの。動きやすい、履きやすい。動きやすいし、革靴特有の強すぎる存在感みたいなのがなくって、いろんなオケージョンでスポッて履けるんですけど、なんかエレガントさというんですか、品を演出できるので、ちょっと感動しております。確かにね、カチッと過ぎてないカジュアルな感じでも履ける。そうですね、いいですね、マルジェラの。めちゃめちゃいいです。その他にもこうお気に入りのファッションアイテムって普段何よく着てるなとかありますか？なんか一個に固執したくないので、あんまり自分の中でお気に入りを作らないように意識してお洋服を持つようにしてます。なんか2人でシェアしてる服とかないんですか？これも一応シェアというか僕が勝手に着てるんです。しゅんさんが今着てるこれジャケットですか？これジャケットです。今日借りるねって言って、なんかあんまり服を持ってなくて、でも大とサイズが合うので、しかもファッションセンスがあると信じてるので、借りたらいい感じになるから。めっちゃいい感じ。いい感じです。すごい似合ってますよ。そうなんです。超かっこいい。ありがとうございます。じゃあ結構服はシェアできるの？めっちゃ知ってます。もうめちゃめちゃ靴も何も全部ね。靴も？靴のサイズも同じなんですか？靴は同じじゃないけど大のが1センチでかくて、紐を思いっきり縛れば履けるから。嫌でしょそれ、思いっきり紐引っ張られる。今日の朝とか昨日しゅんが僕の履いてて、朝ちょっとコンビニ行こうと思ったら全然入んない。それで準備遅れてるみたいなところもあるから。イライラポイント。いやそうなんですね。はい。ありがとうございます。いいですね。そして第3、3つ目のテーマは何でしょうか？食事にコネクト。食事にコネクト。はい。これはどういうことですか？これは僕食べることがとても大好きで、それがなんか充電みたいな感じなんですけど、その美味しいご飯を僕にとって大切な人と一緒に食べる時間がすごく大事です。じゃあ2人揃ってご飯食べる感じ？そうです。しゅんもそうだし、信頼してる友人だったり家族も含め、僕にとって大事な人と美味しいご飯を食べると、なんかいろんなものが一旦肩から外れて、その瞬間に浸れるのでとても大事にしてます。じゃあご飯は結構作るんですか？しゅんが基本的にいつも作ってくれるんです。しゅんさんはどんなものを作るんですか？僕はもう素材をメインであんまり味付けとかしない料理とタンパク質とか、そういった素材を楽しめるもの、鍋とか、今いいですねとか、焼肉でも簡単なやつをもうサーブしてます。なるほどね。なんかご飯ってその日に食べたいものが一緒じゃない時あるってありますあります。そういう時どうしてます？そういう時はもうお互いに譲り合いです。なんか大は肉が好きなんです。僕は魚が好きで、だからよくあるよね。今日の夜肉がいい魚がいいってあります。でもなんか折り合いだよね。なんか昨日魚食べたよねみたいな話し合いだそれは。じゃあ今日は肉だよねっていう。そんな感じだね。ちゃんとやってるね。いいですね。じゃあちょっと菅さんはなんか湯豆腐が自分が食べたくない時にパートナーが湯豆腐を準備して置いてくれたら嫌だっていうのをおっしゃるって、で私はそれでも湯豆腐がもう用意されてたら喜んで食べるんですけど。湯豆腐って白いやつ。そう温めたお豆腐。なんか魚の気分の時に、例えば大君が今日湯豆腐勝手に作っちゃったからって言われたらどうします？無理です。無理でしょ。そう一緒です。自分で作りますまた。そうでしょ。アド。僕もそうするって言ったらちょっとそれ分かりませんって言ってきて。もう出てきたら私はそのまま食べるんですけど、大さんはどうします？僕もなんかありがとうって言って普通に食べちゃうかもしれない。じゃあ
こういうタイプだ、タイプが分かる、はい、優しい、ね、そう優しくて、もう何でも食べれてくれそう、作ったもの、そうです、作ってもらったらとりあえず感謝とありがたいので食べて、物足りなければまあ買うか作るかみたいな。それ僕としゅんくんは多分絶対食べない見ててわかる、もうそれは番組見てて、引き続きしゅんさんの3個ね伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲストとコネクト、今日のゲストは大と俊、中井大さんと中西俊さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあ先ほど大さんの、3つのテーマ、エマ・チェンバレン、旅シューズ、食事とお伺いしてきました。続いて俊さん、1つ目のテーマは何でしょうか？宇多田ヒカルにコネクト。宇多田ヒカルさん、はい、宇多田ヒカルさんはどんなところが好きなんですか？宇多田ヒカルさんは全部好きですけど、まあ歌詞とか、リズムのとか、音の使い方とか、すごく尊敬する部分が多い方です。やっぱもう未だに人気ですもんね。そのデビュー当時から僕同い年なんですよ。そうなんだ。宇多田ヒカルさん。そうなんですね。そう。で昔ってさ、長者番付っていうのがあったんですよ。今はないんですけど、どんだけ税金を納めてるか。そう芸能人とかが税金どんだけ納めてるか。同い年がそれに乗るっていう。高校生ぐらいの時に。そんな時で。そうだよ。すごかったんだから、もうへし折られまくったよ心を。宇多田さんには。16歳ぐらいからめちゃくちゃ売れてるんでね。やっぱ
最近もねライブありましたよね。ありましたね。なんかこう撮っていいライブみたいな、はい、撮影 OK のライブとかありましたけど、そのしゅんさんは宇多田ヒカルさんの曲をどんな時に聴きますか？なんか全シーンで聴けますね。沈んでる時とか、何か悲しくなりたい時とか、ありますよね。なんか気分上げたい時とか、ただ音楽を楽しみたい時とか、なんかすごいマルチなねに聴ける方だなと思ってます。なんかお家で流したりしないんですか？流すよね、時々新曲出たら聴かせて、一旦リビングで、それでなんて言うんですか？なんか旬に出会ってから、その歌、聞こえる音のなんかその奥にある音みたいなのを、なんか気づけるようになったというか、意識して聴けるようになったので、なんか宇多田ヒカルさんの奥行きのある音楽、なんかすごいなって僕はそれを楽しませていただいてます。音楽的なところでも成長された。いいですね。成長です。本当にこう2人が一緒に暮らしながら毎日進化してるんですね。そうだね。素晴らしいですね。はい、さあどんどんお伺いしていきましょう。しゅんさん、2つ目のテーマは何でしょうか？ドラえもんにコネクト。ドラえもんにコネクト。ちょっとしゅんさんがドラえもんお好きなのなんか、私は意外だって思っちゃったんですけど、どんなところが好きなんですか？丸くてブス可愛いからっていうのはずっと言ってるんですけど、なんか初期のドラえもん、映画の多分90何年代か分かんないぐらいの昔の大山信代さんの声優の時代ね、とか、漫画の、なんか可愛くないですか？可愛いですよ。確かにその今の新しいその絵よりもちょっとこうおまんじゅうっぽい、そうなんですよ。横長な感じがしますかね。なんかシュールなんですよ、見てて。そこが可愛くてなんか好きですね。今って可愛すぎませんか？声も可愛いし、なんか目もキラッとしてて可愛すぎる。それちょっと昔のドラえもんがいい。昔のが好きですね。そうなんですか。なんか特に好きなそのドラえもんのエピソードとか秘密道具とかってあったりしますか？エピソードちょっと思い出せないですけど、なんだろうね。あれ見たことあります？ミニドラ。ミニドラめっちゃ好きです。ミニドラ俺めちゃくちゃ好きなんですよ。ミニドラ俺めちゃくちゃ好きだ。嘘、初めて聞きました。本当に。もうだってなんかそのね映画のミニドラとかジャイアンにめちゃくちゃ懐いて、ジャイアンの息子ね。ジャイアンの息子にめちゃくちゃ懐いたりするの知らない？知らないですそれ。すごいんだからもうまとわりつき方がね。可愛いですよ。なんかミニドラの真似をよくするんですよ。しません。びっくりした今。どうした？無茶ぶりされてる。オフレコかもしれない。後で言う。真似してあげてね。ミニドラ。ミニドラの真似。可愛いんですよ。僕は聞いたこともないので本物を知らないけど、旬に言われたイメージで勝手にやってるなっていう。どんなイメージなんですか？なんかちっちゃくて喋れなくて。ただ可愛いよくわかんない子たちみたいなイメージを僕は勝手に持ってるんですけど、それを声にしました。大好き。それが大好きなんです。それちょっと一発もらっていいですか？軽く。怒られないですか？怒られない。何しても合ってるかわかんないけど。想像のミニドラ。第3の中のミニドラ。いきます。パラパラ。いや大体合ってます。本当ですか？大体合ってる。まあ遠からず。声が可愛くてしょうがないですよ。2人で遊んでるんですね。はい、よく遊んでます。可愛いですね。後で答え合わせします。お二人でそのこうお家で2人だけのその遊びっていうのは他にもいろいろあったりするんですか？あるよね、たくさん。いっぱいあるね。なんかめっちゃいっぱいあります。ハモリとか。ハモリ？はい、とか変な音程で歌うとか。とかなんかモノマネとかよく好きなんです、モノマネが。だからそれを見て。いや、旬ですね。今なんかこの場でパッとできるなんか2人だけで流行ってる遊びみたいのあったりするんですか？パッとできる遊び？ないよね。ないよね。結構手が込んでるんだ。はい。
そっか、じゃあ今度またちょっとその手が込んでるの見たいね。そうですね。ぜひぜひなんか違うなんか番組とかでね。見たいです。緊張。しゅんさん、3つ目のコネクトテーマは何でしょうか。ショーシャンクの空にコネクト。ショーシャンクの空、これ結構ちょっと前の。そうですね。ショーシャンクの空には日本では1995年初公開ということですが、この映画はしゅんさんどんなところにが、好きなんですか。なんかちょっと救いようのないこういう、なんかちょっと悲しい物語が好きなんですけど、なんかこの見た当時16歳15歳とかで、なんかちょっと似てたんですね、心情が、なんか習慣ではないけど、ちょっとそういうとこ自由じゃなくなったり、なんかそれで初めて見た映画がすごい印象に残ってて、自分と重ね合わせたってことですね。そうなんです。脱走とかさ逃げたかったみたいな逃げたかったとかですごい映画だなと思いました。それが結構印象に残ってる。はい、とかなんか一個あるんだよね。なんかこの人はなんか脱走っていうかなんだっけ、脱獄、出所してスーパーで働いてた時に、なんかレジで、トイレ行っていいですかっていうシーンがあるんですけど、でそこに僕もよくそれを言ってたので、なんかそれって普通じゃないよって知った時に、そうなんだと思って、トイレ行っていいですかってよく聞くんですよ。だからみんな言わないんだと思って。そう、みんなね、だからそのちゃんと許可を取らないと言っちゃいけないっていうふうに思い込んじゃってるってことですよね、自分が。そこがそんぐらい自由じゃなかったんですね、昔。その自分のその無意識のその習慣っていうのに気がついたんですね。そうです。面白い気づき。ショーシャンクの空のこの有名なこの雨をバーッと浴びるシーンとか、これはもう本当にすぐ2人で真似できますけどね、お風呂とかシャワーで。確かに。ぜひ遊びに加えていただきたいですね。写真でも撮って。狭いからもうね、こんなことできないよ。確かに。2人で両手広げられないから。狭いんですよ、お風呂が。ぜひぜひやっていただきたいですよ。はい。他にじゃあ大さんがその影響を受けた映画とかっていうのはあったりするんですか。僕は影響というかそんな深いあれはないかもなんですけど、すごく思い出深い映画がキックアスっていう映画があって、僕は結構人間のそのちょっと黒い部分みたいなのを思いっきり描く映画が好きで、でも映画はコミカルにそのあまり表で見ることのない世界が描かれてて、あとはビジュアル映像もすごく刺激の多いもので、ポップですよね。あれを初めて見た時はすごいなんか刺激っていうんですか、バーンってなんか来て、すごい大事な映画です、僕の中で。やっぱりね、そっか、キックアスはヒーロー系の。そうですね。なんかちょっと冴えない主人公に、その少女、クロエ・グレース・モレッツさん、そうです、がそのね、仮面をかぶって、戦うような映画なんですけど、ちょっとこうブラックユーモアも溢れていたりとか、すごい面白いんですよね。お二人で映画デートとかってされるんですか。よくしたよね。しました。なんか見たのでおもろかったのがなんだっけ、哀れなる者たち。はい、エマ・ストーンが出ているはすごく面白くて感動したんですけど、どういうところがグッときました。なんか本当に闇を描いてて、その人間のように扱われない子が、なんかいろんなことを経て人間になるみたいな、それがなんかすごいグッときました。悲しいお話が好きなんですかね。好きですね。ものすごいハッピーなやつとかあんま見たりしないんですか。見ません。あるかな。でも時々あたしんちとかほのぼの系も見ますね。確かにね。ドラえもんも見てますもんね。見ます。そこで教育してね。多分そうです。
その後の啓蒙供給ということで、あっという間にお時間となってしまったんですが、第3俊さん、お知らせはありますか？はい、1個だけあるんですね。まだ日本でファンミーティングをしたことがないんですけど、海外でやってるってことですもんね。でも11月27日、大阪と12月2日の東京で初めて日本でファンミーティングをやります。おめでとうございます。決まりました。どんなことをするんですか？なんか普段のトークだったり、質問だったり、もしかしたら歌うとかかもしれない。もしかして、ハモリが出ますか？ハモリが出るかもしれない。そこでね、もしかしたら精度は高くないのでみんなに見せれるものじゃないけど、でも何かしら2人のハマってる遊びとか見れるかもしれない。もしかしたらミニドラも見れるかもしれない。もしかしたら、もしかしたらピアノも弾くかもです。わー、生ピアノ、はい、頑張ってんだよね。頑張ってますけど。楽しみっすね。楽しみですね。はい、ということであっという間に、お別れとなってしまいました。ぜひよかったらまたコネクトに遊びにお願いします。来てください。本当ぜひ来てください。本当に嬉しい。ありがとうございました。ゲストとコネクト、今日のゲストは中井大さんと中西俊さんでした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。コネクト。時刻は3時35分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの内山健二さん、お願いします。はい、お伝えします。10年前の御嶽山の噴火災害をめぐって犠牲者の遺族などが国と県が噴火に関する警戒を怠ったとして損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は今日遺族などの訴えを退けました。この裁判は2014年の9月、御嶽山の噴火で死亡した犠牲者の遺族と負傷者32人が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして国と県を相手に総額3億7600万円の損害賠償を求めているもので、一審の長野地裁松本支部は被害との因果関係は認めず訴えを棄却しました。で、二審の東京高裁も今日の判決で一審の判決を支持し、遺族側の控訴を棄却しています。中国の習近平国家主席が核ミサイルを扱う軍の組織に実戦能力を向上させるよう指示したと国営新華社通信が伝えました。これは習近平主席が核ミサイルを扱うロケット軍の拠点を訪れた際に指示したもので、習主席は戦略的抑止力と実戦能力を向上させるよう指示したということです。で、中国軍は先週台湾を取り囲むように軍事演習を実施したばかりで、今回の習主席の指示はアメリカが台湾に接近することを牽制する狙いがあるものとみられます。横浜市の住宅で75歳の男性が手や足を縛られ殺害された事件で、事件の前に現場の周辺では不審な営業訪問などが複数確認されているんですが、被害者の男性の妻はそうした不審な訪問販売や電話はなかったと話していることが分かりました。で、この事件では男性を殺害し現金およそ20万円を奪ったとして宝田真月容疑者22歳が逮捕されています。で、被害者の男性の自宅の周辺では事件の1ヶ月ほど前から不審な訪問や電話が17件確認されていましたが、男性の妻は警察に対して事件前に不審な訪問販売や電話はなかったと話していることが分かりました。警察は引き続き調べを進めています。
じゃあなぜここが狙われたのかってこれ分からないですよね。でもすごい凄惨な事件ですよね。でとにかくこの中心人物、その指示した人物が捕まってない、これはとにかく不安ですよね。なんか本当に最近その強盗の事件が多いじゃないですか。なんかこの、身近な人に気をつけてって言ってもどう気をつけてほしいか、難しいなと思って。まさか自分がって思ってる方の方が多いそうなんですよね。そうですよね。内山健二さん、ありがとうございました。お願いします。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から中村まなみさん、こんにちは、お願いします。こんにちは、お伝えします。東名高速の上りは大和トンネル付近で車数台の事故の一報です。6キロで通過は20分。さらに上りは集中工事のため東京インター付近追い越し車線が通れず7キロ、東名川崎インターから40分です。また反対下りは大井松田インターの先左ルートの山北バス停で9キロ50分かかります。中央道の下りは石川パーキングエリアで乗用車の単独事故です。路肩で処理中ですが2キロを10分です。一般道神奈川の国道1号は戸塚区戸塚町でトラックとオートバイの事故です。下りは1車線が通れず2キロ半。埼玉の国道16号上尾市河原吹に止まっていた故障車移動しました。岩槻方向の渋滞も解消です。警視庁から以上です。中村まなみさんでした。ここで鉄道の情報です。西武新宿線は南大塚駅で発生した人身事故のため狭山市駅と本川越駅の間で運転を見合わせています。運転再開は午後4時30分頃を見込んでいるということです。ご利用の方はご注意ください。次の TBS ラジオ交通情報は4時27分頃にお伝えします。大沢ゆりのゆうワイド。パンサーの官僚太郎です。芸人になる前バイト先でゆうワイドが毎日流れていました。ゆうりさんにお会いできるの楽しみです。はい、いやー、懐かしいですね。あれ、いや嬉しくなりますね。嬉しくなるわ。なんかあの頃の自分に伝えてあげたいわ。ねえ、これやるんだぞって。そしてこの後大沢ゆりさん、いらっしゃる、お迎えする立場っていうのはね、ドキドキですが、メッセージ紹介します。今日のテーマ、心に残っているラジオの話です。群馬県高崎市のラジオネームカエルの軍曹さん、44歳男性の方です。レゲさん、カンさん、こんにちは。こんにちは。私が忘れられないのはゆうりさんのお声です。病気で学校を休んだ日に布団まで聞こえてくる謎の声。
母はラジオを聞くのが楽しみの一つで、声の主はゆうりさんと佐古道夫さんと教えてくれました。佐古さんのことだけは呼び捨てなのが不思議でした。佐古道夫と呼び捨てをしていたんですね、お母様が、呼び捨てなのが不思議でしたが、子供ながらにゆうりさんのお声に不思議な感覚を感じたのは今でも忘れられません。もうお一人、毒マムシ三太夫という恐ろしい名前の人も教えてくれましたが、それからしばらく怖かったのを覚えています。それから数年してラジオの聞き方を母から教わり、群馬は TBS が電波がいいとも聞いて、私は深夜ラジオの世界に入り込んでいきました。母が悠々ワイドを聞いていなければ、ゆうりさんがお話ししていなければ、今こうしてラジオを聞くことのない人生を過ごしていたと思います。ゆうりさんありがとうと。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね。ねえ。毒マムシ三太夫っていうのはやっぱ僕もその時知ったのかな。そうですね。その前から知ってたっけな。でもやっぱインパクトありましたよね。マムシさんのコーナーも本当にね、なんか自分の知ってる街にそのマムシさんが現れると、あ、今マムシさんここにいるんだとかこの私も通ったことある道だけど、ここにこんなにいろんな人が住んでたんだと、昔はこんなことがあったんだっていうのが聞こえてきて、本当に楽しかったですね。確かにな。やっぱりこの人がやってるから聞くっていうのは本当にありますね。佐古道夫っていうのはもうやっぱ五感なのかな。そうですね。佐古道夫。佐古道夫さん。コネクト。時刻は3時45分 TBS ラジオコネクト。この時間で長崎佐賀の NBC ラジオでお聞きの皆さんとはお別れになります、今日もありがとうございました、お時間までメッセージお付き合いください、東京都墨田区のラジオネーム、ちくわぶのアナさん、女性の方です、レンゲちゃんかんさんこんにちは。こんにちは。私のラジオの思い出は、中学時代毎日聞いていた岸谷五郎の東京レイディオクラブが一番です。当時は一劇団員で、たまにドラマや映画に出ているくらいだった岸谷五郎さんが帯で喋っていた番組で、特に木曜日は変態木曜日と呼ばれていてお色気大賞の若者バージョンみたいなコーナーがありました、番組のファンクラブにも入っていたし、番組の企画で、五郎さんが CD デビューもされました、曲は奥井香織さんと木根直人さん。今思うとすごく豪華でした、番組にゲストで来たご縁で、奥井香織さんと木根直人さんがご結婚された、奥井香織さんと岸谷さんがご結婚された時は、驚きつつもリスナーなら納得のカップルでした、だんだん役者としてのお仕事が忙しくなり、番組をお休みすることが増えてしまい、終わってしまって残念と思いつつも、旅立ったんだなという気持ちでした、今でも応援している役者さんですと、岸谷五郎さんがもうその売れる前っていうんですか、に帯でやってた。そうなんですね。私スーパーエキセントリックシアター SET の演劇は子供の頃結構見に行っていたんですけれど、ラジオやられてたんですね。
そうなんだ。変態木曜日ってめちゃくちゃ気になるんだけど。気になりますね。岸谷さんの演技力が爆発してたんでしょうね、きっとね。ああ、どうなんだろう。気になるわ。気になりますよ。なんか、昔のもう番組をちょっとこうまた聞き返すみたいのも、まあ金曜日のね縁側でやってますけど、やっぱりいいですよね。そうなんだね。まだまだあります、茨城県つくば市のラジオネームデレスケ野郎さん51歳の方、綾小路翔さんの番組でゲストの大月健二さんが、ちくわにプリッツを入れて食べると美味しいという話忘れられません。僕もちくわにプリッツを入れて食べてみましたがマジで美味しかったです。結構詰めんのかな。詰めるんじゃ、一本だとねスカスカで落っこっちゃいますもんね。何味が美味しいんだろう。プリッツのプリッツって何？サラダ味だっけ？サラダ味とあとバターなんか甘じょっぱい味とかもあるじゃないですか。何味ですかね。サラダっしょ。サラダですかね。だってキュウリだもんね。まあそうですね。チーズも詰めるかでも。でもチーズ詰めるんだったらまあプリッツもいけるかもしれないけれど、どうでしょうね。試してみたい。今度やってみます？コネクトでもコネリク。ちくわプリッツ。何入れたら美味しいか。一番ちくわに突っ込んで一番美味しいもの。でもキュウリは違うか。私はね、でもチーズとトマトだったら何入れても美味しいと思うんですよ。本当。なんかねちょっと違うんだよなそれは。違いますか。なんかちょっと違うな。
た曲は奥田民生でさすらいでした。大沢ゆりのゆうゆうワイド。コネクトパーソナリティの石山レンゲです。大先輩にラジオ愛についてたっぷり伺います。大沢ゆりさんのご登場はこの後4時です。さてオープニングでもお知らせいたしましたが、コネクト今週お祭りフェスティバルでございます。菅さん、タイトル何でしたっけ？豪華ゲストに美味しいプレゼント、秋のコネクトフェスティバル。うわーですね。ありがとうございます。フェスティバルって言っちゃったかもしれない。フェスティバルですね。フェスティバルはい、でございます。今日はこの後大沢優里さんが登場されます。いやさっきちょっとね2人で挨拶してきましたけど、本当に嬉しいって思っちゃいました。そうですよね。テンション上がっちゃいましたよ。声生で聞いて。ありがとうございます。なんかねこうちょっとしたユーモアがありましたね。そして火曜日は元モーニング娘。で、歌手俳優の鞘師里保さん、水曜日は木梨憲武さん、木曜日は元プロ卓球選手の水谷隼さんがいらっしゃいます。そして番組にメッセージでご参加いただいた皆さんを対象に菅さんが選んだ北海道オホーツクの塩ラーメン3食セットが当たるチャンスがございます。番組のエンディングで当選者を発表しますので、ぜひメッセージ送ってください。ということで、今日のテーマは心に残っているラジオの話です。メッセージ紹介します。東京都調布市のラジオネームあさってのジョーさん、男性の方。心に残っているラジオは何といっても TBS ラジオのコサキンです。小堺さん、関根勤さんのお二人には大いに笑わせていただきました。深夜放送なので翌日は睡眠不足になりましたが、青春時代のいい思い出です。それがポッドキャストで復活して毎週聞けるようになるとは、内容が昔と変わらないのが嬉しいですね。小崎聞いたことありますよね、やっぱね。もう本当に自由な、ラジオという感じがしますよね。もう一通です。神奈川県三浦市のラジオネーム本名ひろふみさん、56歳男性の方です。私がラジオ番組で大好きな瞬間は番組の終わりの挨拶です。各番組で締めの言葉が違うことが聞いていて楽しいです。生活は踊るのごきげんようが悠々ワイドからの引き継ぎであったりと、本当に特徴が出ていて楽しいです。他局ですが、以前トンネルズさんの深夜番組の締めは寝ろでした。お決まりで次の番組の方の最初の挨拶はまだ寝ないねでした。そういう特色があるんだね。この曜日ごとにバイバイとかさよならとか、コネクタいろいろありますね。江東区のラジオネーム小島るりおさん、46歳男性の方です。僕が伊集院光深夜のバカ力で忘れられない企画はハレンチ肝試しです。全裸になった伊集院さんがエレベーターで9階から1階に降り、誰も乗ってこなかったら成功というルールでしたしかし途中で人が乗ってきてしまい、気まずい空気が流れているのがラジオでも伝わってきました。うわー、すごいですね。これは深夜ならではですね。やっぱそっか、午後の今やったらね、絶対乗ってきちゃいますもんね大変なことになるからね、本当に。そっかそっか、普段家でうろうろしてる感じでいると、どういうパフォーマンスなんだろうって感じですよね、きっとね。いやすごいですね。すごいことやってたんですね。面白そう。面白いですね。気まずい空気流れるだろうなそりゃ。気まずいどころじゃないかもしれません。怖いだろうしな。さてこの後4時からのゲスト大沢優里さんをお迎えする前に、簡単なプロフィールをおさらいしておきます。
大沢優里さん、1941年2月に、11日生まれの、83歳でいらっしゃいます、1964年 TBS 東京放送入社、91年50歳の時 TBS を退社されフリーになりました。菅さんがアルバイト時代に聞かれていた大沢優里の悠々ワイドは1986年スタート。菅さんは4歳、その頃私はまだ生まれておりません。悠々ワイドは30年間放送されまして、2016年に、惜しまれながら終了。その後土曜日版は22年3月の放送までということで、36年間放送回数は8105回。すごい。コネクトは今回で324回。すごいね。すごいですね。8105。しかもこの朝から4時間半ですからね、ということで大沢優里さんのゲストコーナー、この後4時からです。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は4時になりました。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。ここからは日替わりコーナー。月曜日はこちら、コネクトリクエスト、略してコネリク。今日のオープニングテーマは、立川市よそこいさん、葛飾区豆蔵さん、高崎市雅子さんなどなど、たくさんの方からリクエストをいただきました。大沢優里の悠々ワイドテーマ曲ことポール・モーリア、果てしなき願いということでご紹介いたします。本日のスペシャルゲスト、大沢優里さんです。はい、ラジオキネマラさん、暑かったな、急に寒くなってね、お体いかがでございましょうか。久しぶり大沢優里でございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお呼びいただきましてありがとうございますね。本当に急に涼しくなったのにね、TBS まで来ていただいて本当にありがとうございます。別に雪国に来たわけじゃないこの声だ、この声です。私毎日聞いてました、アルバイト時代に、いや僕が今回レンゲさんは会うのは2回目。はい、2回目ですで、私初めてなんですけれども、先ほど挨拶させていただいた時にね、ちょっと初めてじゃないよねって言っていただいて、そうそうね、どこでお会いしたんでしたっけ。いや今網走で会ったんじゃなかった。いやいや、私捕まっておりませんね。ありがとうございます。よく構成したな。ありがとうございます。そう言っていただいて光栄でございます。ありがとうございます。私は優里さんとお会いするのは2度目なんですけれど、1回目、私がコネクトを始めた頃、春の頃、昨年の春に、TBS ラジオのこのあるビルの、1階でちょっとご挨拶をさせていただきまして、ほんのちょっと1分なかったね。もう本当にバタバタとご挨拶させていただいたんですが、その時に3つアドバイスをいただきまして、優里さんからまず電車に乗ってくださいねということと、あとゆっくり話してくださいね
ということと、あと何々しようと思いますというのはダメというの。レポーターでほとんどがね、食べてみたいと思います、トイレ行ってみたいと思いますあまりにも軽すぎるよね、それがねもうそれでねなんかもうレベルが下がっちゃうんだよ、話の、食べてみましょう、そう言ってみましょう、それでいいんですよ。言ってみたいと思います、読んでみたいと思います。もう思いますが多すぎる。思いますは言わないあれを言わないだけでねやっぱり違うんです。聞き方が違ってくるのよ。やっぱりこう思いますっていうのと何々しますだと、その意志の強さが違いますもんね。思いますってやっぱりじっくり考えて、私はこう思いますっていうのは分かるよ、行ってみたいと思います、食べてみたいと思いますね、これはねちょっと軽すぎるよ、喋る人間としては、つくづくそう思うの、確かにね。だからやっぱりねいろんな人ほとんど聞いてみなさい、食べてみたいと思いますばっかり言ってるよ、もう思わないです私は今日これからこの瞬間から思いません私は、これ使わないだけでもね随分違ってくる、いやそうなんですよ、スマートになる喋りが、心してそのやっていきます。いやでも俺ね今日オープニングから思ってたんですけど、レンゲさんなんか今日ゆっくり喋るなと思ってたんですよ。そうなんですよ。これだからゆうりさんいらっしゃるから、今日ちょっとゆっくり喋ってるなっていうかアドバイスをそう意識的に、普段から割とその字の喋りからゆっくりしているタイプなんですが、ゆうりさんはそのもともと結構チャキチャキされた性格だけれど放送の時は意識的にゆっくりお話しされていたっていうのを聞きました。僕は普段はもうすごい早いよ、スタッフなんか話すと分かんないぐらい早いよ。そうなんです。今ねスタジオのこの外に歴代のスタッフたちがわーっとこう来てゆうりさんをこうねニコニコと見守っていますよ、だけどね、やっぱりね聞いてる人のことを考えるね、だからゆっくり話すということもあるし、よくラジオを聞くとね、何言ってるか分かんないのいるの、3人か4人喋って笑ったりなんか喋ってトークね、クロストークしてんの、僕はお話をするときに絶対相づち打たないの、うなずくだけ、うなずき温泉って言うんだけどねうなずくの、と相手の人はうなずいてるから分かるわけ、あ、そうですか、はい、ほう、カゴ担いでんじゃないんだだから喋る人間の聞く人はやっぱりねうなずくだけでいいの、それをはへえとうるさくて聞こえない。しかも笑うのも聞いてる人が笑えばいいの。喋る人間は笑うことないの。それは仲間同士で楽屋話みたいなことやるから笑ってるだけで聞いてる人は取り残されちゃう。とにかく聞いてる人、あるいは病気でねベッドで寝てる人、そういう人まで考えて、たった一人でいる方、そういう方考えて話しなきゃダメなんだと僕は思うの。偉そうなこと言って、長く喋っただけ、偉くもなんともないんだけど、ただ長く喋ってきたってだけだけども、ゆっくりお話をする、電話番号もゆっくり言う、からなんとかね、なんかいろいろとあるんじゃない、ドットコムとか電車混んでるとかいろいろとある、だからさゆっくり話すということが大事だなと。普段は本当に早いよ僕は。普段は短期だから短期っていうかすぐやるから、携帯も5秒以内に出ないと俺怒るから。そうなんですか。ゴール以内に出ないとダメなんですね。だから携帯のもたもたして出てこない人間まずダメだよ。仕事する人間でパッと出なきゃ、大体だからそれは出られない場合もあるけど、普段の時パッと出なきゃ、あれすぐ返事しなきゃ。これゆうりさんは全国にいろいろなそのリスナーの方とかお会いした方と名刺を交換されて、いつも何かその地方でニュースがあるとかあると、そのご自身の電話帳からその連絡先を引いてお電話をされていたっていう話を聞いたんですけど、僕例えばね、ラジオセという番組やってたのね、秋田、山形、仙台、盛岡とか回るの、彼で個人でも旅行行ったりするの、そうすると旅館の支配人から必ず名刺もらうの、ね、それから関係者でいろいろとお店行った時名刺もらうの、でそこで何かあった時にもうそれ僕の特派員みたいなもんですよ、通信員になるんですよ。伊豆大島行った時でもそうだけども、タクシーの運転手さんと仲良くなる、台風が近づいてくると伊豆大島の人に電話するの、
自分の宝ですよ。それを揃えてればいいの。今どんな様子ですかっていう、今どんな様子ですか。どうしよう、タクシーの運転手さんはよく分かってるから、台風が近づいてこうなって、ありがとうございました、それでいいんですよ。だから全部それをね、ただ泊まるだけじゃなくて名刺もらって交換して、僕はこういうもんですけど何かあった時には例えばねとか、そう山が噴火したとかさ、煙吐いたとかさ、あるじゃないですか。こういう時はその旅館の支配人に電話するんですよ。そういうことがやっぱり自分の人脈につながってくるのね。この放送以外の時も常にいろいろなところにこう気を配って、そのラジオのためにやっぱりネタになるかどうかっていうことですよね。だから阪神・淡路大震災の時でも淡路島のね、休暇村ってあるんですよね。あれ南段北段と分かれてるのかな。半分で、四国寄りとね、あれでは全然地震のあれが違うんですよ。だからここは大丈夫ですよっていうね、ここは大丈夫なところを攻めていくってこと大事ですよね。神戸のとこばっかり昔やってたでしょ、映像なんかはね。でもそういうことだと思うのね。メディアが抜けているところに直接、だから仕事関係でも何でも飲み屋でも何でもよかったら名刺もらっておくのよ。それが自分のねあれになるのよ。特派員になったり支配支局の通信になったりするのよ。これは大事なマスコミに携わる人間としては。そうですね。ただもうそれはディレクターに任せて、じゃなくて自分でやっぱり探さなきゃ。やっぱこう自分でやるということでいうと、その悠々ワイドには進行表はあったけれど台本はないということないんですね。いや私本当にこうびっくりして、初めて実は今日、大先輩をこうお招きするのに、一つこう挑戦というか、台本は作らない、でも取材メモは手元に置かせてもらうというスタイルでやらせてもらっているんですけれど、ゆうりさんはその、朝の放送の前にこうどういうことを毎日準備されていたんですか。まず一番ゲストですよね。いろんな方がいらっしゃるんだ。それはスポーツ関係でもあれば歌舞伎関係とか、役者さんから歌手から、作家から、だから毎日変わるんですよ。で全部自分で調べなきゃなんないんだ。聞くことも誰も書いてくれないんだから。そうなんですよね。それから新しい本でやったら読まなきゃいけない。その作家のお芝居があったら先に見とかなきゃいかん、行かなきゃいかん、歌舞伎も見とかなきゃいかん、映画もやっぱり見とかなきゃいかん、そうしないと失礼になっちゃうもん。何にも分かんなくてね、聞くよりもやっぱり細かいことを調べてね。だから昔は、今は違うけど昔は TBS でも資料部の人が頑張ってくれて新聞を全部切り抜いて、この束になってるんですよ。それを借りてきて、もう刑事じゃないけど一枚一枚こうメモしていくんですよ。そうね、本人が知らないこと、どうしてそんなこと知ってるんですかというような話が出てくるのね。昔話でも、そういうとこ一つ引っ掛けるだけでも話は違ってくる。なるほど、昔話とかですね。やっぱりそんだけ自分のこと調べてくれたって考えてくれたら嬉しいですもんね。そうすると一生懸命話をしてくれる。いい加減にこう聞くといい加減になってしまう。だからこちらの誠意を伝えるということが大事だと思うんだよね。わかりますね。でもたまに自分も取材を受ける時あって、ウィキペディアの情報だけ聞かれてる時とかね、そういうことはなんかあんまり愛情を感じなかったりしますもんね。だからそういういろんな取材とか本読んでいただいたりとか、そういうところから持っていく。なるほど、確かにそうなんですね。作家なんかでも夕方電話かかってきてね、ちょっとゲラでできたばっかりだから、本になってないんだから、それを明日までとこんなね5センチ以上の束のものを読まなきゃいけない。でもそれを読んどくとね、もう全然違う。そうですよね。こんなに考えてくれてんだと思うと一生懸命話をしてくれる。なんか一つまずこうお相手にこうプレゼントするような気持ちで、そうから歌手の人もね、やっぱり自分の歌を聴いてもらって CD を買ってもらいたいんですよ。だからそのために一生懸命曲も書けるし曲の話もするけども、こういい話をして少しでもこう売り上げ上がるようにね、お芝居でも見たいんだって一生懸命お芝居の話引き出してあげて、みんな見に行くんですよ。だからこの放送、悠々ワードやってる時に出ると
切符がすぐ売れるっていうでみんなまた出てもらいたいってくる、出してくれってくる。はいはいはい、そうですよね。この以前、UU ワイドにこのプロデューサーで関わっていた坂本さん、そして、ディレクターの花房さん、ディレクターの赤木さんから、それぞれお話聞いたんですけど、あらまあ、悪口ばっかり。いやいや本当に皆さんそのスタッフの人もリスナーさんももちろんですけど、私はあんまりリスナーって言葉を好きじゃない。あ、そうなんですか。ラジオを聴ける皆さんなんですよ。リスナーってそんなかっこいいもんじゃないんだよ。そうですね。俺も含めてリスナーじゃないんだよ。聞いてる人なんですよ。ラジオを聴きの皆さん。やっぱり新人のパーソナリティとして大先輩にお伺いしたいんですが、その聞いている方のこのお顔を浮かべるっていうのはすごく大切じゃないですか。そうですよ。ただ私はそれがまだまだできていなくて、そのゆうりさんは聞いている方のお顔を浮かべるどういう生活をされているだろうっていうのは、どんなところから想像を膨らませていらっしゃいましたか？まあ、今はね、スーパーもある、コンビニもあるけども、昔はない時代で育ってるでしょ、クリーニング屋さんもそうだし、みんなそれぞれが小売店で店番しながらラジオを聞いてくれたりとかしてたんですよ。だから個人個人がみんなラジオを聞いてた時代。ラーメン屋さんももう油でね、もうダイヤルが昔ダイヤルですから、ダイヤルが回らないぐらいのね、ケトケトのラジオで聞いてたんですよ。だんだん今スーパーとかコンビニになってなくなったけども、働いてる人が絵に立ってくる。だからこうやってクリーニングでもワイシャツをアイロンかけながら横で聞いてる。だから私とその人とは1対1なんですよ。だからBG みたいなもんですよ。音楽と同じ、真剣に聞いてないのラジオって、何気なく流れてるだけで、いつも同じ声が流れてるだけでなんかホッとするのかな、でなんか大きな事件の時はパッとダイヤルを大きくしてくれるわけですよ、音をね。だからそういう友達みたいな寄り添ってる1対1なんですよ。それをカチャ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 3、4人でわーわーわーって楽屋をね、受けするような話ばっかりやってると、うるせえ嫌いです。だからやっぱ仕事を邪魔しないようにしながら、なおかつ横にいなきゃいけないラジオって、うるさいラジオダメなんですよ。遠くにいるけれど友達みたいに。横の友達なんです。だからどう思います、どう思うって僕はいつも言うんだ。うなずいたでしょって、もううなずくことを想像しながら喋る。じゃあもう向かいのそのパートナーの方と話しながらも、もうお一人常にいらしたんですね。パートナーだけで話すとどうしてもね、あんちゃんと兄ちゃんが喋ってるとね、あんちゃんと姉ちゃんが喋ってるとペラペラ2人だけの話になっちゃうんだよ。そうなんですよね。僕もまさにそうでした。僕まさにバイト時代にUUワイド聞いてましたから、まさにそういう状況でうなずいてたと思うんです。だから本当にその感じですよね。だからこそ僕も大沢優里さんっていう、優里さんっていうのはその地元の先輩みたいに呼んじゃうみたいなのはずっと昔から聞いてたから。そうなんですよ。だから20歳ぐらいの時ですかね。もうずっと聞いてましたよ。毎日車で。ゆりさんって嬉しい。ゆりちゃんだって言われるよ。ゆりちゃんはまだ早いです。僕はゆりちゃんはこのじじいになってまだゆりちゃんって言われてる。いやでもそれ本当ありがたいですね。でも今聞けてよかったですよね。そうですね。そしてどんな人に聞けばいいんだろう、語りかければいいんだろうって話している時に、ゆりさんのこの言葉がすごく胸に響いたっていう方たくさんいらして、メールをいただいております。お聞きになっている、ラジオネームすみっこえびさん、横浜市の50代女性の方です。今日は大沢優里さんがゲストとのことでとてもワクワクしています。私は15年ほど前に追突事故が原因で入院しておりました。起き上がることもできず、毎日点滴をしながら天井を眺めることしかできず、泣いてばかりいた頃、同室の方からラジオを勧められました。学生の頃から深夜ラジオを聞いていましたが、昼間は働いていたので聞いたことがなかったのです。朝食後に聞いてみると、パーソナリティの方が病気療養中の方と呼びかけてくれました。語りはゆっくりと聞き取りやすく、入院してから初めてクスッと笑えました。病気療養中の方、どんなにこの言葉が心に染みたことか。今は仕事と介護をしながらラジオを楽しんでいますと。そういうお便りいただいて嬉しいですね。やっててね、よかったなって思いますね。
そのご自身が、入院された経験からこの言葉を入れられるようになったと聞きました。脳梗塞になってね、ずっと3週間寝てた時にね、でも僕は治ったでしょ、だけど同じ病院でももっと重い方いてね、ずっと治らない場合もあるしね、管なんか入れた方いらっしゃるじゃないですか、そういう方が別れる時にヒデさんのこと我々のことも忘れないでくださいよって言ってくれたのよね、その時にオープニングで今日もお仕事なさりながら病気療養中の方もお聞きになってくださいよって言い始めたら、僕はまあ1週間ぐらいね、その方たちに言えばいいと思ってたぐらいだけど、すごい反響が来たの、病気で寝てるね我々に対して声を呼びかけてくれたなんてね、僕はそんなつもりはなかったぐらいなんでね、同じ病院にいた人数人いただけの話なんだけど、すごい反響を受けてね、今でも他のパーソナリティがやるようになってよかったなと思うんですよ、やっぱりね。生活は踊るでジェーン・スーさんが病気療養中の方っていうことをこう入れて、受け継いでるんだね。受け継いでいらっしゃいますね。ラジオでもテレビでもそうだ、元気な人を対象に喋ってる方多いんですよ、だってそうじゃない歩けない人だっているの、一生ね、一生見えない方もいらっしゃるし、いろんな病気の方もいらっしゃるでしょ、そういう人にやっぱり元気づけるってことも大事だな、直接ね。そうですね、と思うんですよ。私なんかこう昨年ちょっと持病で入院をして、その時もこうラジオを聞いてすごく励まされたんですけど、ただ私みたいなその30そこそこの若輩者がそんなこと言うのなんかこう気遅れするなとか思っていたんですけど、その自分の気遅れじゃなくて相手の方にしっかり届けることが大事ですね。まあそうでしょうかね、押し付けがましくなくね、上からじゃなくてね、同じ目線でいいんですよね。そんなゆうりさんにもう一つお伺いしたいんですが、ゆうりさんの初めての冠番組が1972年に始まった土曜日です、おはよう大沢優里ですという番組、当時、優里さんは31歳だったそうで、今の私が31歳なんです、ちょうど。そうだね。その頃のことって覚えてらっしゃいますか？ちょうどその番組の前にはね、僕はアナウンスをクビになってアナウンサーを配置転換直前だった。そうなんですか。でその時にできた番組かな、ある人が助けてくれたっていうかな、それから土曜日です、おはよう大沢優里ですと言って、その後 A さんのやりになってたのね、でこの時ねやっぱりワイドというものそれ生番組持ってたけど短かったのね、あれはね、何時か6時からかな、やってたでしょ、8時半までやったかな、土曜日だけね、でもねやっぱり嬉しかったですよ、自分の名前が出てね、だから地獄から天国行ったような感じですよ、危なかったのにね深夜放送の頃はみんな「やー」って言うんですよね、いやいや元気元気なんて、僕は声が低くてね、もう年寄りみたいな声だって言われて、それできないんですよ、いやーなんてできないんですよ、ゆっくりゆっくりと土曜日なんか小鳩くるみさんっていうね、鷲津なぞえさんってお名前だけど童謡の歌手がいらっしゃってね、小鳩くるみさんのと2人で番組やったの、それが最初のワイド番組の大きな、それから1時から4時半ののんびりワイドにコンバートされて、朝8時半から午後1時まで4時間半の番組に移っていくという、嬉しかったですよ、自分の名前出るっていうのは。そうですよね、この台本なしでいろいろな喋るだけでなくご自身で取材をしたりとか、そのディレクター的なお仕事も本当にたくさんされていらしたんですね。人の番組ずいぶん作ってましたよ、制作にいたから、両方やってた、もうどっちかというと作る方が楽しいかもわかんないんで。そうなんですね、そういうディレクター的なこともやってたんですね。全部編集して、久米ちゃんの番組なんかも最初に久米宏の朝ですよなんて僕が作ってた。そうなんですか。そうです、編集も全部して、それは大事なんですよ。じゃあやっぱり自分で手綱を握ってやっていくってことですね。喋る立場と作る立場両方わかるんですよ。これは大事なことですよね。そうなんだね。すごいわ。そしてこの優里さんは番組がどんどん大きくなっていて、そのどれだけの方に聞かれているかっていう数字をすごく大切にされていたと伺ったんですね。やるからにはね、大勢の方に聞いてもらって、大勢の方に
聞いてもらうということはスポンサーがついてくることだし、スポンサーがつくとお金が儲かるって、お金が儲かるとみんな社員も給料もらう、僕もギャラ増えるとか、フリーの場合よ、社員の場合違ったよ、ずっと長かった社員の場合ね。でもね、そういう意味ではやっぱりみんないいんですよ。聞いてる人も楽しめるし、ね、給料も上がりたいじゃないですか。皆さんの給料も社員の給料も上がりたいし、アルバイトの人の給料も上がるようになるといいじゃないですか。モチベーションが上がるよね。もちろんね、みんなね。この初めて1位を悠々ワイドが取った時のお話ってちょっとなんかその少しスタッフの方から聞いたんですけど、本当にこうわーっと抱き合って喜んだって伺ったんですが、当時は玉置宏さんがね、日本放送でやってらっしゃったが、高島忠夫さんが文化放送にいらっしゃって、TBS はビリだったんです。全番組ビリだったからな。で私が入ってきたでしょ、朝の番組。その前は1時から4時半までやってて、のんびりワイドって、これは今に哲夫さんっていう方が日本放送でトップだったらしゃった、で僕は朝にコンバートされてきてビリですよね、それから5年かかってやっと全トップになったんだけども、で9時10時とかこう時間空けて9時のところはポッと丸ついたんですよね。5年ぐらい、4、5年、3、4年から、そのと北山っていうプロデューサーとスタジオで抱き合ったんですよ。それは大変だったもん。それはもう聞いてない人を聞かせなきゃいかんのだもんね。だから口で面白いわよっていうこと言わないと、いくら物を配ってもダメなんですよ。当時はもう何でもね、金をかけてね、もうその時はもう何度も当たっちゃうようなね、やってたんですよ。でそうじゃないんだっていうことでね、だからやっぱりタクシー乗った時にはドライバーさんにお願いするとか、いろんな講演会に行ってお話しするとかして、宣伝を起こしていくことが大事だったね。じゃあまだこうラジオをお聞きになられてない方にどんどんもう足で届けるっていうことをされてたんですね。講演会というのもそうだし、手を挙げてください、文化放送日本放送聞いてる方手を挙げてる、 TBS ってこと挙げてないんですよ、だから1回でいいから明日からやりますから聞いてくださいと言って、そのまま面白い講演会をするとダイヤル回してくれるんですよ。で面白かったらそれがつながる、で面白いと口コミですよ。あとは、口コミで面白いわ面白いわって5年かかっていくんですよね。で最終的にはテレビと違うからあれだけど 6% 近くの数字と、わー 6% と本当にもうちょっと今のコネクトからすると夢のまた夢みたいな、当時と測り方違うんだろうけども、でもトップ取ったかな。僕だ聞いてた時ギャル男ですよ。そうですよね。ギャル男が大沢優里の悠々ワイド聞いてたんですか。髪もシルバーで、今もね、逆にシルバーですけど、だからすごいですよ。20歳19ぐらいの時ですからね。すごいよ、だからもう名刺みたいなの持っててね、名刺というかタクシーのハッピーカードっての作ってさ、ね、でほらタクシー乗って時々乗るじゃないですか、でもねラジオ聞いてくださいよとお願いするときにね、ただ口だけじゃなくてハッピータクシーカードって作ってはがき渡すんですよ、で送ってもらったらボールペン差し上げますっていうやるんですよ。でも実際にその話している人がタクシーのこの運転手の方とお会いして直接物を渡せるってやっぱ嬉しいですよね。そうするとね聞いてくれるんです、ダイヤルを。その時面白くなきゃいけないの、これが。そうですね。1回だけ聞いておしまいじゃダメ。面白いねってダイヤル変え続けてくれなきゃ。この帯番組ってその大沢優里さんの悠々ワイド聞いていて、なんだろう、穏やかさがすごくあって、聞いていて安心するんですけれど、同時にすごく新しいことをやってで面白いことをやってっていう、ハングリーな気持ちも両立されているじゃないですか、そのバランス感覚は優里さんはどう取られてたんですか？ニュースもねやってたし、女のリポートというねしみじみとするナレーションもあるかと思うと、お色気大賞っていうね、バランスがねドスケベなそうですよね。面白かったですね。森重さん仕事処理長くなりますがね。だからこ
方なん取り混ぜてやるってこと大事だよね。まあだからもうバランスですよね本当に。だからどんなお色気やっても次はちゃんとニュース読んでたりするから。から真面目になった時お色気大使やっててもなんか大きなニュースだった時パッとアナウンサー戻れるじゃないですか。これはやっぱりタレントさんとはちょっと違うところですぐ原稿パッと読めるじゃないですか。ここはねやっぱアナウンサー出身のパーソナリティっていう強みを出さなきゃ。自分の強みなんだろうって今すごくこう考えながら、もう一つ私悠々ワイドを聞いていてすごく好きだなというのが、このリスナーさんと同じだったのでちょっと一通メールを紹介します。富山県のラジオネーム猫山さん55歳男性の方。富山県の方、聞いてんですか？聞いてくださってます。富山までラジコだったりとか YouTube だったりとかそういう時代なんですね。いろいろな聞き方をこうされていてアメリカとかから聞いてくれてる方もいらっしゃる。そうですね。富山で猫山さんの、メールです。悠々ワイドの番組の最後の締めはいつもスタッフさんのお名前の呼び上げと、そうそうたる〇〇グループという命名でした。番組への愛を感じてすごく好きでしたと。私もこれ素晴らしいなと思って。これどういう、思いで始められたんですか？テレビは全部やってるよね。エンドロールを、なぜラジオでやんないんだ、それだけですよ。ほんでやっぱりスタッフのね名前を紹介すると、親戚はみんな聞いてるんです、スタッフの人。そうするとね自分の息子がね、あんな不良だったのがねよく立ち直って頑張ってるなって、親戚喜ぶんですよ。本人も嬉しいじゃないですか。でやる気出てくる。だそういう意味で家族みんなでスタッフで、ただパーソナリティが目立ってるわけじゃなくてスタッフがみんないるからこの番組できてるんですよということでね、だ責任も持ってもらわなきゃいけないわな。そうですね。このスタッフさんの愛っていうのは本当にやっぱり今そのスタジオの外にこうニコニコしながらスタッフの方がこう優里さんに会いに来てるっていうのが何よりの証拠ですね。懐かしい顔がいっぱいもう白髪になっちゃったりとかね随分変わりますよね、それはね。本当にねニコニコ穏やかで素敵な、やっぱりねチームワークですよ。仕事もそう、だから謙虚じゃなきゃダメ、えばっちゃダメ、やっぱりねみんなと同じなんですよ。みんなと同じで一緒に作っていくのよ。お金貸すのも借りるのもお客なんですよ。お互いに銀行もお客も平等なんですよ。勉強になりますよ。愛情人情皆情報っていう、そういういい言葉なんですよ。なんかねニュースとかって情報って言うとそればっかりでしょ、ニュースばっかりで。愛情も情なんですよ。人に対する愛情も情なん、人情愛情皆情報って私の言葉なんですけどね、それも大事なんですよ。ちょっとコネクトもねこれからもそうだね大事なこと。最初ね俺コネクトごねとくだと思ってそんなわけないですよ。ごねとくいろいろごねてごねて引っ張ってそんなクレーマーの番組ないですよ。なんか立ち退かないで釣り上げてるのかと思って。いやでもねそのごねではないですけど今日菅さんのお願いで私のお願いで優里さんに来ていただけて本当にいろんな話を伺って本当に嬉しかったです。いやもう大したなんか偉そうな顔してただ長く喋っただけなんだよ。とんでもないですよ。本当にありがたいです。この声聞けて、もうお変わりなくお元気で、よかったらぜひまたコネクトにいらしてください。どうもありがとうございました。お呼びいただきまして皆さんありがとうございました。お聞きいただいて、本日のゲストは大沢優里さんでした。優里さんありがとうございました。ありがとうございました。
時刻は4時37分になりました。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から中村まなみさん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速の上りは大和トンネルで乗用車6台の事故です。追い越し車線が通れず11キロ、厚木バス停から1時間10分。さらに上りは集中工事のため東京インター付近追い越し車線が通れず5キロを20分。また反対下りは大井松田インターの先左ルートの山北バス停で9キロ35分。
中央道の上りは小仏トンネルで12キロ、上野原から40分かかります。そして東北道の上りは羽生インター付近、乗用車3台の事故です。追い越し車線が通れず9キロ45分です。首都高速は湾岸線の東行き大黒ジャンクション付近で事故の模様です。川崎方向の東行きは2車線が通れず2キロ半、大黒ジャンクションから30分。反対西行きも大黒ジャンクション付近5キロの渋滞で東扇島から15分です。警視庁から以上です。中村まなみさんでした。ここで鉄道の情報です。人身事故の影響で運転を見合わせていた西武新宿線は先ほど全線で運転を再開しました。ただ現在もダイヤは乱れているのでご利用の方はご注意ください。次の TBS ラジオ交通情報は5時24分頃にお伝えします。続けて今日この後のお天気です。気象予報士の小林正美さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。この時間の東京の気温が18度台で涼しい気温が、続いています。涼しいですね。で今夜だんだんと雲の範囲が広がりまして、千葉と茨城では一部細かい雨がパラッと降るかもしれません。で明日はですね、じわじわと天気が下り坂になります。今日より全体的に雲が出やすくなりまして、千葉と茨城では日中一部でにわか雨となります。で夜になるとですね、東京都心ですとか内陸の方でも一部パラッと降るかもしれません。で気温に関しては今日より少し高くなります。東京の最低気温が15度で最高気温が23度前後ですので、ちょうど人によって暖かいと思う方もいれば涼しいと思う方もいれば人それぞれな気温になるかと思います。でその先なんですが、水曜日以降は結構ぐずついた天気が続きまして、雨の降るタイミングも結構ありそうです。日差しが少ない割には気温が高くなりまして、水曜日は東京26度、木曜日が25度とまた夏日になります。じゃあムシッとしてくるんですかね。そうなんです。またちょっと蒸し暑いという感じなので、半袖もしまっちゃったよという方はどうにか引っ張り出してもらって、半袖の気温とまたなりそうです。いや毎日洋服悩んじゃいますね。もうね、お昼とまたちょっと寒暖差あったりするからさ。そうなんですよね。困るよね。今日は小林さんはニットを着てらっしゃいますけど、また今週はね、半袖引っ張り出すんでしょうね。そうですね、ニット着たり半袖着たり、もう毎日いろんな服装が楽しめるかな。そうですね。楽しいかな。確かに楽しいと思えば何でもですね。ありがとうございました。気象予報士の小林正美さんでした。この後は TBS ラジオプレスです。TBS ラジオプレス TBS アナウンサーうないりさです。
この時間は TBS ラジオのフリーマガジン TBS ラジオプレスと連動した広報番宣番組です。では早速今日のゲストをご紹介します。この人です。 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。よろしくお願いします。いつもお世話になっております。お願いします。さあ澤田記者が今このタイミングでゲストということは、今日のテーマはこちらです。 JRN 報道特別番組総選挙2024ザ・ジャッジ有権者の審判は。選挙特番となっております。10月27日日曜日午後8時から12時までラジオの生放送と YouTube による生配信でお送りしていきます。司会は荻上チキさんと山本恵里香アナウンサー、さらに武田砂鉄さんほか TBS ラジオでおなじみの論客たちも出演し、スタジオから次々に登場する与野党の政治家たちに選挙結果や日本の行方について問いますということで、澤田さんももちろん今回の選挙特番出演されるんですよね。はい、私はですね、速報、前回に引き続いて速報デスクというところで、南部ひろみさんと蓮見紀之アナウンサーと一緒に、各地の選挙結果を速報でお伝えするという立ち位置になります。はい、はい、そしてその他の出演者で決まっている方は、はい、その他にはですね、スタジオでは政治学者の高安健介さんとかですね、エコノミストの蔡真澄さん、それから、アクティビストの能條桃子さんなど、多彩なメンバーでお送りしていきますし、各政党の、開票センターにはですね、TBS ラジオの、レポーターの記者の方が次々、登場すると、派遣されていて登場するということになりまして、はい、TBS ラジオキャスターの加藤直さん、久保恵里沙さん、楠葉恵美さん、そして、崎山俊也記者といった面々でお送りします。はい、はい、澤田さんは今回の衆院選どんなところを注目していますか？はい、3年ぶりの選挙ということで、例えば、旧統一教会の問題結構忘れがちですけれども、があったりだとか、あとは、裏金ですよねの問題もありました。それから、いろんな政党で、代表が変わった、1年でもありましたので、新しい代表のもとどういう、見え方をして皆さんが投票されるのかと、どういうことに期待されて投票されるのかといったところにも注目しています。はい、さらにですね、今回の選挙特番はですね、有料配信も YouTube で行うということなんですよね。はい、選挙特番の生放送は8時から12時までの4時間ということなんですけれども、それが終わった12時10分頃から、はい、午前1時ぐらいまで初の試みとして有料配信のトークイベントを行います。アフタートーク最速振り返り今回の選挙特番どうだったというタイトルで行います。番組選挙特番4時間もあるんですけども、はい、その裏側だったりだとか現場に行った、記者たちが、見たもの、放送にはなかなか盛り込めなかったところも含めていろいろお話しできる場にもなりますし、スタジオにいる人たちも、その各党やっぱり党首クラスをつないでいくので、はい、その人たちがどういう反応だったのかとかも含めてですね、振り返っていける場になればいいなというふうに思っています。はい、地上波のこの配信よりももっとざっくばらんに、はい、あんまり地上波じゃ言えないようなところまで踏み込んだり、一歩踏み込んだりだとか裏話だったりとかっていう話もできればなというふうに思っています。はい、4時間裏方のスタッフとかも参戦していって4時間特番の良かった点、改善すべき点とか、そういったところも話したりとかですね、アフタートークならではの、中身になるかなというふうに思います。こういった選挙特番ってさまざまなメディアが行いますけれども、TBS ラジオだからこそ魅力があるところとか聞きどころとかどういったところにありますか？そうですね、やっぱりテレビだとそのカメラを意識して、各党の党首とかも喋ると思うんですけれども、実際現場で僕も取材してたことあるんですけれど、分からない状態で音だけで表現されますよね、言葉が、はい、で言葉と言葉の間の行間みたいなものも実はラジオってすごく伝わってくるメディアだなと思ってて、表情で伝わることもたくさんあるけれども、そうじゃなくて声で伝わることっていうことがすごくラジオの、選挙特番の大事なところだなとも思っていて、はい、特に TBS ラジオの特番は他のメディアより長い時間、党首クラスの幹部をつなぐっていうのを売りにしているところがあるので、どういったことを話したのか、話と話の間の、考えているところの間みたいなところも含めて楽しんでいただけるとより楽しんでいただけますし、って思いますね。あと喋りにもやはりテレビ、顔が映るテレビと映らないラジオとでは相手の喋りにも変化がありますよね。ありますよね。ちょっと気が緩まるというか、どうしても顔まで映っていると構えてしまう、はい、でもラジオで聞くとそこをもう一歩先までいけるんじゃないかなっていうふうに
リスナー目線で感じるんですけど、そう聞こえているところの揺らぎだったり気を抜いているところをついていくような、スタジオからの質問だったりもありますからね。ぜひ JRN 報道特別番組、総選挙2024ザ・ジャッジ有権者の審判は10月27日日曜日夜8時から深夜12時までラジオの生放送、そして YouTube による生配信でお送りします。さらにその後初の有料配信トークイベントアフタートーク最速振り返り今回の選挙特番どうだったも行われます。ぜひ応援の意味も込めてこちらの有料配信も皆さんお楽しみください。では最後に澤田さんから何かお知らせありますか？はい、私とですね選挙ライターの宮原ジェフリーさんとでやっている、趣味のように政治を語るポッドキャスト政治道楽という番組があるんですけれども、そちらが今月からYouTube のメンバーシップ制度を始めました。オリジナルのバッジデザインしてもらったりとかですね、あと絵文字が使えるのに加えてですね、月に1回限定の配信を行いたいなというふうにも思っていますので、そちらもぜひ、応援の意味も込めてご参加いただければなと思います。その配信はメンバーの方しか聞けないものに、見られないものになっている、メンバー限定の配信になります。ぜひ皆さんメンバーシップ登録もよろしくお願いします。ゲストは TBS ラジオの澤田記者でした。ありがとうございました。失礼しました。最後に番組からお知らせです。マイナビラフターナイトを特集したフリーマガジン TBS ラジオプレスの最新号は現在配布中です。そしてこの番組 TBS ラジオプレスはポッドキャストでも配信中です。ぜひ登録してください。お相手は TBS アナウンサーのうないりさでした。コネクト。先ほどのゲストコーナーでは大沢優里さんに来ていただきました。やっぱり聞いてた通りの声で、当時のね、いやすげえ嬉しかったですね。嬉しかったですね。ということで反響のメールもたくさんいただいています。ラジオネームなおさん、女性の方です。大沢さんのお声が聞けるのは嬉しいです。今仕事を終えて車に乗りラジオをつけて聞き入っています。ラジオパーソナリティの皆様に大沢さんの真似をしてほしいところは、ゲストのお名前を最初だけでなくたびたび伝えていただくところです。だって途中から聞く子ばかりなのに最初にしか紹介しなかったり名前を言わなかったり、そういう人ばっかりなんですもん。本当に大沢さんはすごかったと思います。いやもうね、こういうところを一個一個ちゃんと真似していかなきゃなと思いました。そうだね、やっぱりそこ丁寧にやってもらうだけで全然違うというか。そうなんですよね。なんか俺これ何回も言ってますけど、やっぱり曲流すラジオ、曲流すラジオで曲が流れた後に DJ の方がすげえいい発音で英語の曲タイトルとか言われるとうわ聞き取れなかったんだけどってなるんですよ。なんだろうな、Fly to into the moon みたいな。そうあれがね、うわこの曲調べたかったのにってなっちゃうんですよね。ありますね。それがもう多々あったんで、それはすっげえわかりますね。一個一個真似していこうと思います。行こうと思いますだって。ダメなんだ。行きます。真似していきます。さあもう一枚メール来てます。ラジオネームテイク4さんかな、台東区の方です。私が TBS ラジオで印象に残っているシーンは荒川京慶デイキャッチで、キラキラネームの話になった時、京慶さんが自分も変わった名前で苦労した京慶包慶と言われたりしたと言って、当時のアシスタントの杉浦舞さんが次のニュースを読もうとしたら壺に入ってしまって原稿が読めなくなったというものです。こんな面白場面が年末のチンプレ大賞にノミネートされなかったのはどこからか圧力がかかったのだろうかと思ってしまいましたっていうこと。やっぱりこうチンプレのチンにかかりすぎてるからですか？そんなこと？そんなことじゃなくて、京慶包慶が年末チンにかかってるからってこと？違うか。そうなのかな、どうなんだろうね。でも壺にはまっちゃったんだ。こういう偶然壺にはまっちゃう系ね、想像もしてなかったんだろうね。そうですね。私もこのコネクトの前にずっと放送されていた玉結びにお邪魔した時に、自分で書いた本のその宣伝で伺ったんですけど、自分の名前には
ちょっとこう変わったエッセンスが入っているっていうようなお話をしたのを覚えてますね。ちょっとその石山レンゲみたいな、そうすごいなそれ。でそのねパートナーのその名前名字に地が入ってるんですよね。だからもし結婚して名字を変えなきゃいけないとすると地レンゲになっちゃうんだよなみたいな話を、ね、なんだその話したんですよ。なんだよその話は。本当にね、いいですね。いろいろありますね。下ネタっていいですね。ねとお送りした曲は金木犀でさらばでした。
コネクトメッセージを紹介します。今日のテーマは心に残っているラジオの話です、ラジオネーム元ハリウッドスターさん。私の心に残っているラジオの一つは2016年12月29日明けて30日放送の水曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキです、オープニングトークで矢作さんがおぎに書いてもらいたいものがあると差し出した木曜ジャンク、失礼しました、木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキです。オープニングトークで、矢作さんが差し出した婚姻届、矢作さんの結婚を全く知らなかった小木さんのリアクションが何とも微笑ましく心に残っています。本当に驚いているのに本当に嬉しそうで、普段ひょうひょうとしている小木さんが感情を抑えきれずいる様子が声だけでもその顔が見えるようにとても伝わってきました。いいですね。みんな結構そのラジオってすげえ大事にしてて、ラジオで発表ってすごい多いパターンですよね。そうですね、レンゲさんも、もういずれね、発表があればいいんですけど、なんかねあるかもしれない。菅さんもあるかもしれないですね。どうですかね。ねえ。コネクト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 連動。時刻は5時になりました。 TBS ラジオコネクト石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。私がコネクト連動って大きい声出したら、菅さんがってなってらっしゃってちょっとびっくりしちゃってね、びっくりさせてすいません、コネクト5時台はいろんなジャンルの専門家とコネクトするコネクト連動、月曜日は音楽です。お話をお伺いするのは音楽ライターの矢島由香子さんです。矢島さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢島由香子さん、音楽のコネクト連動、今日は何ですか？はい。先週は、サチモス再始動ニュースについて紹介させてもらったんですけれども、サチモスは菅さんにとってはおしゃれすぎると。ちょっとね、おしゃれとか、だいぶちるい感じでね。そうそうそう。そうじゃない、泥臭いバンドが知りたいっていうことで、今日はちょっと一風変わったバンドの先取り情報を持ってきました。嬉しいですよ。ありがとうございます。はい、それがカラコルムの山々というバンドです。カラコルムの山々。はい。カラコルムがカタカナで、のがひらがなで、山々が漢字。はい。これはですね、聞いたことないですね。私も初めて聞きました。先取り情報ということで、はい、ギターボーカルベースキーボードドラムの4人組バンドなんですけれども、まだ20代前半の若いバンドで東京を拠点に活動しているバンドなんですけど、実は去年すでにサマソニとかフジロックとかに出演していて、結構出演した際に業界内でざわざわとなった実力派バンドであり、しかもその音楽はぜひ聴いてもらえればと思うんですけど、全然なんていうんですか、最近っぽいチルいとかでもなく、愛だの恋だの歌ってる感じでもなく、今の時代にこんな人たちいないぞっていうのがきっと伝わると思うので、しかも今日のトピックにぴったりなのが、めちゃくちゃ昔のラジオとか昔のテレビとかが大好きな子たちなんですよ。そ
そういう子たちが作っているバンド音楽ということで、ちょっと楽しみだな。聞いてみていいですか？そうですね、はい、ぜひ聴いてもらいましょう。はい、早速カラコルムの山々の曲を聴いてみましょう。カラコルムの山々で大仏。お送りしている曲はカラコルムの山々で大仏ビームでした。矢島さん、はい、これ向井秀徳さん座禅ボーイズでのね、このオマージュというか愛が伝わりますね。まさにです。まさに座禅ボーイズが大好きで、高校の時に衝撃を受けて自分たちのバンドやり始めたっていう子たちですね。もうもろ影響受けてんだ。そう、実は先月、自分たちの自主企画やって向井秀徳さんにゲストを来てもらって、共演を叶ったっていういいバンドストーリーもあり、嬉しいですね。そうなんです。ちょっとおしゃれすぎるな。あれこれもおしゃれ？おしゃれすぎるな。どうです？まあそうですね、おしゃれですけれど、確かにその向井秀徳さんへのこのオマージュというか愛はすごく伝わりますし、演奏がお上手ですね、カラコルムの山々の皆さん。そうなんです、演奏力抜群。あと座禅ボーイズだけじゃなく YMO とかも好きで、でそのボーカルのソングライターの子は、お家でベスト10とか高橋幸宏さんのオールナイトニッポンとか昔の番組を見ながら家族で食卓を囲んで夜ご飯食べてたらしく。カラコルムの山々の皆さんっておいくつくらい？ 20前半。そう、20前半、大学、ボーカルの方の大学在学中ですね、っていうぐらい若い子たちなんですけど、そうなんです。だからこの大学でね、ちょっとどこですか？まず大学わかる感じですか？青学と早稲田かな。おしゃれすぎるな。おしゃれすぎるな。出身大学でやっぱりこうおしゃれかどうか決まっちゃう感じですか？菅さん。ごめんなさい、なんかよくわかんないですけど、ちょっとおしゃれすぎるなと思って。いやでも私も今聞いた時に、まあ確かにおしゃれかおしゃれじゃないか、その青学早稲田っていうこの大学の出身大学、おしゃれではありますかね。おしゃれなんですよね。だからこのソングライティングやってる子が70年代80年代がすごい好き、サブカルが好きっていうのがあって、ちょっと俺なんか浮いてんのかなみたいな、周りとなんか話が合わないんだよねって言ってそうな感じがする。学校の中でですか？そうなんか俺は普通のつもりなんだけど、なんかちょっとみんなとは話が合わないんだよなっていう感じが
ちょっとカラコルムの山々ってバンド名に出ちゃってるんじゃないかなっていうのはどうですか？ちょっといやでもね、そういうなんかシャニカマ系じゃっていうよりも、私が感じるのは、なんかそれこそ同世代の子たち、その20代前半の子たちってもうなんか今好きなものがないとか熱狂できるものがないみたいな世代らしくって、でその中でなんかそれこそラジオ聞いて人生変わった経験とか、雑誌をなんかこう端から端まで穴が開くまで読み漁る経験とか、なんかそういうカルチャーに衝撃を受けたり、なんか熱狂したり興奮したりっていうのを今の時代にもっと昔のその熱狂興奮みたいなのを取り戻したいよねみたいなことが思いの根底にあるっていう、素敵なんですよ。確かに言ってることすごい素敵ですよね。カルチャーの復権ってことですもんね。みんなやっぱ同じものに興奮してましたもんね。そういうものがなかなかないねって。そうですよね。だからちょっと今細分化しすぎててね、そのみんなが一つのものをいいっていうのがことがいいとは思わないですけど、なんか確かに細分化しすぎててちょっと分かってないかもしれない。あの頃の興奮みたいなのはないかもしれないですよね。結構冷めてるって言いますよね、今の若い子たちね。ちょっとね、もう一曲聴かないと分かんないかな。そうですね。大仏ビームがちょっとおしゃれですけど、大仏ビームって出るんだってワードとしてさ。私からは出たことはないですけど、でもその聞いてみると音色もね、なんかちょっとこう懐かしいような雰囲気があったりとかして、もうちょっともっといろいろ聞いてみたいので。そうですね。ちょっと嫉妬しちゃうの、この才能に。嫉妬か。さあそれではカラコルムの山々の最新曲を聞いてみましょう。カラコルムの山々で週刊奇抜。お送りしている曲はカラコルムの山々で週刊奇抜です。おしゃれだな。おしゃれだな。カンさんのおしゃれレーダーにはどんなところが引っかかりました？やっぱ僕これ完全に自分なんですけど、自分の好みなんですけど、あんま歌詞に高円寺と下北出てくるのはあんま好きじゃないっていうのがバンドの歌詞結構出てくるでしょ。そうどうだった？そのレンゲさんは聞いてみて。私は多分今私がこうリアルに聴いている音楽ってもうちょっとこうアコースティック寄りだったりとかするのでなんですけれど、なんかもっとね、私が20代の時、大学生の時とかその若い頃こう古い音源をこう漁って YouTube とかでだったりするんですけど、で聞いてこんなアングラな音楽があったんだって聞いた時の感動がちょっと蘇ってくるような楽しさがありました。すごいよな。だからそのもうやっぱ才能をすごい感じるんですよね。やっぱり矢島由香子さんはなんで菅さんにこの曲を進めようっていうここを押したいっていうポイントはどこですか？やっぱり、なんだろう、時代の流れと真逆のことをいろんな面でやってるバンドだなと思ってて、なんか歌詞とかもそのキネマポップって掲げてて、そのなんか SF っぽいというかフィクションの物語とかを歌詞の中で歌ってたりとかするんですけど、
なんか今の子たちの歌詞ってやっぱなんか意味とかメッセージとか求めがちなところ、はいはい、大仏ビームとか叫ぶとかって意味とかじゃないじゃないですか。意味じゃない。だからもうそうなのよ。意味ではないよね。そういうのがいいなって思う。そう。だから意味がちょっと欲しいのかな。意味はね欲しいんですよ少し。やっぱなんだろうな。まあだから電気グルーヴとかもうそうじゃない。意味とかないじゃん歌詞とかに。そうですね。そういう感じですよね。そうそうそう。そうそう。だちょっと才能すごい感じちゃうな。でも菅さんやっぱり音楽聴くのってまあ新しい方の才能に触れるっていうのもねやっぱり楽しい瞬間だと思うんですけど、菅さん音楽で才能を感じると弾いちゃうんですか？やっぱ音楽に対するやっぱ記載とかあるじゃないですか。まあいろんな気がありますよ。そこ感じるとちょっともう自分なんかとは会話ができないんじゃないかっていう。わかります？なんかもうすごいそんな自分を下げないでくださいよ。そうですよね。そう勝手な想像ですよ。いや喋ってみたら普通のお兄ちゃんだったよっていうのももちろんあるのかもしれないけど、こっちが勝手に思っちゃうだけ。わかる？言いたいことなんか。まあなんとなくやっぱりまあね曲名が週刊奇抜ですけれど、その奇抜さを取り入れて表現にできる人の強さっていうのは、かっこいいからこそちょっと尻込みしてしまう大人っていうのはまあでもそんなこと言われてもね、かっこよすぎるおしゃれすぎて尻込みしてしまいました。もう矢島さん困りましたねこれは。でもカラクロムのややはすごい音楽だけじゃなくてお笑いとか演劇とかめっちゃ大好きな子たちなので、まあ楽曲的にもね音楽だけじゃなく音楽から拡張した表現ってものがいろいろできるようなポテンシャルがある曲だと思うので、ぜひパンサーとコラボとかしてほしいですよ私は。パンサーと？はい。ちょっとなんかできればね喋ってみたいですもんだって。どんな人なのか。じゃあちょっといつかねコネクトにゲストで来てもらうのがいいんじゃないですか。そうですね。なんかちょっとおしゃれなもうちょっとなんかバンド、泥臭い感じ。もっと泥臭いやつで。なんかちょっと教えてほしいな。まあでもバンドに限らずね矢島さんがなんかこれは押さえといた方がいいぞっていうものでも大丈夫なんですけれども。はい。ちょっとまたじゃあ来週菅さんに推したい矢島さんの音楽トレンド情報ぜひ教えてください。私自身持ってきます。ありがとうございます。ということで音楽ライターの矢島由香子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオコネクト石山レンゲとパンサー菅良太郎さんでお送りしています。メッセージ紹介します。コネクトへの初メールということで、ラジオネームラトルヘッドちゃん、宮城県の、男性の方です。レンゲさん菅さんはじめまして。はじめまして。玉結びから引き続き拝聴していますが、初めてメールします。ありがとうございます。
菅さん、はい、冷凍食材超おすすめです。冷凍食材、親の介護が本格的になりまして、先月冷凍庫135リットル6段を購入、国産メーカーで5万円くらいでした。買いました。ご飯も一度に5合炊いてレンジ対応のタッパーに入れ、最上段の急速冷凍で冷凍して食べるときにレンジでチンしています。業務スーパーさんのミックスキノコや、冷凍ニンニク、ミックス野菜やカットネギなど、お安いし保存できて楽だし、冷凍庫がパンパンです。パック皿付きのパスタも300円前後なのにとても美味しいです。1人から2人暮らしの方はコスパもいいのでおすすめですと。業数ね。業数ってさ、あんま行ったことないのよ。もうだってさ、量がさすごい多いって思い込んじゃってるから。パンのイメージありますね。実際その買いに行っても1人2人暮らしだと、私はね、なんか食べきれる気がせず、買ってこられないんですけど、でもこの方やっぱり冷凍庫が大きいから、そうだね、楽しいだろうな、業務スーパーでいろいろ買い物するの。業務スーパーだね、ちょっと調べてみよう。私もね、パック皿付きのパスタ、これはちょっと業務スーパーに買いに行きたいです。見るのは好きなんだけどね、ワクワクするね、業務スーパー。いいですよね。なんか買い出し行きたいですね、コネクトでもね。神奈川県のラジオネームパピプペプリンさん、40代女性の方です。心に残っているラジオの話、私の心に焼き付いて離れないラジオの話は、安住紳一郎の日曜天国2021年7月11日放送の回で、安住アナが話された大腸の内視鏡検査で地獄を見た話です。安住さんが初めて、大腸内視鏡検査を受けた時の壮絶な体験談は面白すぎて報復絶倒。まさに聞くも涙、語るも涙、まるで検査を横で見ているような臨場感たっぷりのレポートで、内視鏡検査を受けたことのあるすべての人がラジオの前でうなずくほどの説得力、まだ検査を受けたことがない人にきっと役立つこと間違いなしの情報も織り交ぜられていて、さすがの一言です。あまりの面白さに私はポッドキャストで30回以上リピートしています。心に焼き付いて離れない私の大好きなラジオ話です。もうだからもう滑らない話みたいな。そうですね。安住さんのこのオープニングトーク本当に面白いですからね。内視鏡検査、内視鏡検査ってやったことあるのかな。大腸っていうことはこう後ろからそのお尻から内視鏡入れるってことですよね。私胃カメラを飲み込んだことはあるんですけど。そっちはあるね、記憶は。でもないのかもしれない。もしかしたらある？ない人っている？やったことない人？大腸の検査ですか？大腸の検査私はないかな。ないですね。じゃないんだろうね。記憶ないもん。なんかね、この胃カメラは本当に大変でした。喉の麻酔してね。そう。でも俺眠らされてたから。そうですか。記憶ないんだよ。全身麻酔。いや、ちょっとうとうとするような。私はもうずっと自分のそのなんだろうな、入ってるカメラの映像を見ながらおってこう飲み込みました。大変だよね。大変ですね。いや、聞いてみたいな。聞いてみよう。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。コネクト。時刻は5時22分。ここで自動車整備振興会がお送りする TBS ラジオ交通情報です。
警視庁から中村まなみさん、お願いします。はい、東名高速の上りは大和トンネルで乗用車6台の事故のため追い越し車線が通れず13キロ、伊勢原ジャンクションから1時間です。その先集中工事のため上りは東京インター付近追い越し車線が通れず7キロ25分、中央道の上りは小仏トンネルで14キロ、通過は1時間、東北道の上りは事故の処理が終わって羽生パーキングエリアで9キロ40分です。首都高速は湾岸線の東行き大黒ジャンクションの先で事故のため右車線が通れず5キロ半、大木ジャンクションから35分、横羽線の上りは大師ジャンクション付近故障車が止まっています。1車線が通れず5キロ半、浅田から35分です。そして都内の一般道日野市内の甲州街道が事故で通行止めです。日野市玉平でトラックと乗用車の事故のため甲州街道は上下線とも通行止めになっています。警視庁から以上です。中村まなみさん、ありがとうございました。次の交通情報は5時46分頃お伝えします。TBS ラジオからお送りしてきましたコネクトエンディングです、はい、明日火曜日のパートナーはデカミちゃん、明日のメッセージテーマは悲喜こもごも誕生日物語です、はい、3時からは映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物、来月公開のスペインアニメロボットドリームズをご紹介いただきます、4時からはちょめちょめクラブ大島康興さんをお迎えして空間辞表のコーナーです。テーマは衆議院議員選挙直前、あなたは投票に行きますか、です、私がですね街頭インタビューに行っていろんな方からお話を伺ってまいりました。4時台後半にはアーティストで俳優の鞘師里穂さんがいらっしゃいます、はい、TBS ラジオでお聞きの皆さん、この後はネットワークトゥデイ、そして荻上チキセッションです。引き続き TBS ラジオをお聞きください、はい、さて、リスナーさん気になっているんでしょう。今日の換算セレクトのプレゼント、オホーツクの塩ラーメン3食セットの当選者の方発表いたします。8名の方ですよ。お一人目が群馬県高崎市の秋典さん、埼玉県東松山市のスーさん、東京都の桃猫さん、目黒区のアボカド月子さん、武蔵野市のメロとマグちゃん、千葉県のカレーコロッケさん、いすみ市の MT54 さん、長崎県のたっちゃん、以上8名の方です。皆さんおめでとうございます。いや本当に食べてほしいねえ、外れてしまった方ごめんなさい。明日はですねデカミちゃんチョイスの美味しいプレゼントがありますので、はい、ぜひこちらもご応募ください、はい、メール紹介します、はい、今日のテーマ、心に残っているラジオの話、群馬県伊勢崎市のラジオネーム野良カピバラさん、43歳男性の方です、はい、心に残っているラジオの話、それは2023年7月3日の月曜コネクトで初めて送ったメールが読まれたことです。その時のメールテーマは何か飼育していますかでした、僕は自営で養豚業をしていて、この内容ならメールが送れると初めて送りました、そうしてラジオを聞きながら働いていると、レンゲさんの声で僕のラジオネームが読まれました、自分のメールが読まれた嬉しさと驚きで思わず仕事の手が止まりました、レンゲさんが小豚って可愛いよねと言っている横で、ごめんなさい、カンさんが、小豚って可愛いよねと言っている横で、レンゲさんは冷しゃぶって美味しいですよねとコメントしているのを聞いて怖かったよ俺は。この人綺麗な人だけじゃなく面白い人なんだなと改めて思うようになりました、小豚の話からさ、冷しゃぶだもんね、やっぱりね、何のためにこう飼育してるかって考えるとでも可愛いし、大好きですよ豚。
本当になんかさっぱりしてるしね。味も言ってるじゃん。美味しい。でも本当好きなんですよ。美味しいのかもだけどさ、なんかもうありがたくいただくんですよ。まあそうですよ、そうですけど、小豚可愛いよねからの繋がんないよねっていう話を。まあそうかそうか。羊とかも可愛いですしね。羊もね美味しいです。やめてってそれ。いやだから今もねちょっと手止まったのかな。そうですね。もう終わってるか、今日の業務はね。ということで、今日も一日お付き合いいただきありがとうございました。TBS ラジオコネクト、お相手は石山レンゲとパンサー菅良太郎でした。また明日にコネクトです。バイバイ。バイバイ。